皆さんこんにちは、かなです。今日も張り切ってロストジャッジメントやっていきたいと思います。それではお待ちください。音の確認からしていきたいと思います。大丈夫かな。大丈夫そうですね。OK。 OK、 大丈夫です。はい、お待たせしました。すいません。15時10分開始の予定が今日もちょっと10分遅れてしまいました。大変申し訳ありません。お待ちいただいてた皆さん、ありがとうございます。今日も神々絶好調でやっていきたいと思います。OK、 大丈夫ですね。こんにちは、こんにちは、いらっしゃいませ。ようこそ。今日も美声実況お願いします。神々最高ありがとうございます。いつものね、神々標準ですので、神々標準ですので、よろしくお願いします。大丈夫ですね。音も大丈夫で。すごい私が今住んでる地域、めちゃめちゃ雨がなんか急に強くなってきて、皆さんの地域大丈夫でしょうか。今日はね、なんかね、私の地域は丸一日雨みたいですけど、でも私雨がとっても好きなので、降りすぎて大変なことにならない限りはね、もっと降れ、もっと雷鳴れ、もっと風吹けってね、いつも思ってます。それをね、窓からね、電気消して薄暗い部屋の中でこう布団にくるまりながらこう眺めるのが好き。はい、こんにちは、こんにちは、皆さんいらっしゃいませ。ようこそ。今日も楽しんでってくだされ。つくもだったらこういう楽しんでってくだされ。皆様楽しんでってくだされ。雨で出かける予定が潰れましたわら。それは残念。雨だとちょっとね、雨がね降りすぎるとね、お出かけもね大変ですよね。特にね、外での用事だとね。で予定がある時はね、晴れてた、もうピカーンってカンカン照りな日も好きだけど、夏とかはね。でもいや、夏のなんかしとしと降る雨も好きだな。でもやっぱもう大嵐が好きだな。私はやっぱどんな天気が好きかって言われたら大嵐が好き。はい、ということで前回テレレテテテテテレテレテテテテテレテテテテテレレ探偵八神が今事件を2つ追っております。で前回もね、いろいろと新たな事実が分かってきて今こういくつか起こってる事件がなんかつながってる、どうやらつながってるぞっていうところまでたどり着いて、いや、なんかちょっと説明がおかしいんだけど、ここのね、横浜にいる便利屋桑名が実はなんかその全てのね関連する事件に1枚噛んでるんじゃないかと。その桑名っていうのは昔、その前回ね殺されてしまった澤先生の高校の時の教師だったっていう事実がね前回判明して、でそれをその辺のね事情を聞くために痴漢被害者、別事件の痴漢被害者である間宮由衣さんをちょっと今から詰めに行きたいと思います。はい、ということでその前に夜ね、今夜だから寝ようよっていう話ですね。はい、というところからのスタートでございます。死ぬ前に走馬灯が見えるって言うよな。ありゃ本当だぜ、ターボ。昨べがそうだったわけ？ああ、なんかどんどん体が冷えてったなと思ったら、松金の親父にどやされてた。三途の川を渡ってたのか。まだ俺が駆け出しの頃の記憶だ。羽村の頭も縁故詰めるかって睨んできててよ。縁故っていうの？俺の代わりに東が泣いてんだ。死ぬ前ぐらいもうちょっといい記憶見たって良さそうなもんだろなあ。きっと本当に死ぬ時はいい思い出が見られるよ。思ったより元気そうでよかった。
相馬の野郎、次やったらただじゃ済まさねえ。不意打ちさえされなきゃ沢先生の仇も取れたのによ。相相馬に刺されたこと不意打ちだったね。もう警察に話した？ああ、刑事が来たんでな。あることないこと言ってやったぜ。それはダメでしょ。冗談だよ。言ったのは真実だけだ。俺を刺したのは沢先生を殺したのと同じ犯人だってな。なら多分相馬が捕まるのは時間の問題だ。ただそれとは別に俺らは桑名を追う。あいつが一連の事件をつなぐキーマンだ。RK に捕まる前に俺らで見つける。桑名か。しかしあの野郎ムカつくね。いいやつだと思ってたのに、ね、あいつが俺らに近づいてきたのは結局何か魂胆があったってことだろ。多分ターボーが三越島の殺しを調べてたからだ。なるほど。こっちは腹割って付き合ってやってたのによ。俺はターボーの添えもんか。そんなことないって。くそー、野郎の正体も割れてこれからって時に俺はこのざまか。とにかく今は休んでなって。つくもも後でお見舞いに来るってさ。なんだよ、杉浦は来ねえのか。あいつはこれから俺と間宮結衣を直撃するんだ。偉人町から運転手もしてくれるってさ。実際やってる人初めて見た。振り向かずに背中でバイバイする人似合ってるね。つくもかじゃないよ。99課に向かおう。杉浦が東京に行く車を用意してくれているはずだ。よし行こうか。さて今日も暴れてきますぜ。過去3回分見れてない。ゆっくり後で見てください。今日ね予定が残念ながら潰れてしまわれたということでゆっくり見てみてください。カナさん、痴漢に遭遇したことあるん？ありますね。包み隠さずありますね。私も何と言おうと私もちょっと待って、つくものお家に、つくものお家じゃないよ、つくもの事務所に行きながら、私3回ぐらいあるかな、東京来てからですね。東京来て、私地元が岩手県の盛岡市っていうところで、東京に来てから3回ぐらいかな。3回はある、記憶にある限りで。結構ね、もうね、なんかあれ痴漢かとかじゃなくてね、はっきり痴漢で、結構ねしつこい痴漢だったな。でもなんだろう、怖いっていうよりもう絶対もうなんだこれ、もう絶対捕まえてやると思って。でもね、声大声出して痴漢ですとかっていう感じじゃなくて、とにかくやめさせてやると思って、もう絶対今やられてる、触ってきてると思った瞬間に、もう後ろ見ながらその手を掴んでギロって、その手の方をギロって見た時、今ね、壁に虫発見した。どうしようこれ。まあいっか、小さい虫だから泳がしとくわ。そう、その手を掴んでギロって、見たら焦ってやめてた。まあね、だからそれ以上はね、ちょっともうやらなかったけど、私もね若かったので、今だったら突き出してたかもね、駅員さんにね。わかんないけど、そんな勇気があるかどうか。ヤガムさん、もう間宮結衣のところに行く？僕はいつでもいいよ。行こう。ああ、行こオッケー、そう来なくちゃね。
もし本当に八神さんの仮説が合ってたら、間宮結衣は河合信也の殺しにも三越柴博の殺しにも関わってる。ま、そうでなくても教師時代の桑名さんのことは聞き出せるはずだよね。みんな猫かぶってたってことだよね。今まで事件に関連してた人たちに会ってるからね、たくさん。しかし大変なこっちゃぞ、この間宮結衣さん。家族もいるしね、今はね、普通に暮らしてるわけで。はい。どうも、先日お邪魔した源田法律事務所の八神です。え？また間宮さんにお話を伺いたいんですが。この間全部済んだと言ってたじゃないですか。だいたいなんでいつも急に家まで押しかけてくるんです？お引き取りください。実を言うと、今日は弁護士じゃなくて探偵として来たんです。は？俺の他にもう一人います。彼は横浜99課の杉浦と言いまして。知りません。杉浦は偉人帳の探偵なんですよ。ある事件を追ってて、最近ニュースになりました。焦るだろうね。星稜高校の澤陽子先生が自宅で殺害された件です。澤さんは間宮さんの高校時代の同級生ですよね。13年前に黒川学園を卒業した後、澤さんは偉人帳で高校の先生になってたんです。聞こえてますか？どういうご用件ですか？陽子ちゃんとは卒業以来会ってません。焦ってるだろうね。私がお話内心ねできるようなことなんてないですけど。事件の前、俺はたまたま彼女の自宅に来てた北方先生と出くわしてます。焦ってるぞ北方先生は覚えてますか？黒川学園であなた方を担任してましたが、楠本充君の件があって学校をお辞めになった。焦ってるだろうね。彼も澤さんの事件に関係してるようなんです。他の人は当たってください。なんで私なんです？もちろんこれから他の人も当たります。俺たちは澤さんが巻き込まれた事件を調べたいだけなんです。間宮さん、彼女とは特別仲が悪かったわけでもないんですよね。いえ、どちらかといえば悪かった気がします。そうですか。よかった。でしたらぜひそういう立場の方からもお話を伺いたいんです。もうすぐ主人が帰ってくる時間なんです。手短にお願いできますか？そのように努力します。入れてくれるの。ご協力ありがとうございます。お待ちください。軽め。焦ってるどうだろうんしただろう。ね。間宮さん全然出てこないけど、そうだな。またドアホン鳴らす？確かに時間がかかってるみたいだ。まさか逃げたりはしてないだろうけど。何あ、出てきた。すみません、お待たせしました。あ、そういうこと。部屋が散らかっていたものですから。今日はお子さんは？今は英会話教室です。もうすぐお迎えに行かないといけません。それは旦那さんに代わってもらったら？もうすぐ帰ってくるんだよね。そんなことあなた方に言われる筋合いはありません。まあそうだね。出過ぎたことを言っちゃった。タメ口だしね、杉浦君。それで何を聞きたいんです？すんごい悪い人に見えてきてる。間宮さんが、間宮結衣がすっごい悪い人に見える。悪い人だ、今はいい人なのかもだけど、過去ね、許されないことをした人の一人だよね。自殺に追いやった一人の男の子。さて、どこから手をつけたものかな。この人には聞きたいことが山ほどあるぞ。でもいきなり怒らせるような質問をぶつけたらそこで追い出されちゃうかもな。でもね、こっちには証拠の動画がありますからね。
もう逃げられないしあれを見せたらもういろいろなんか出てきそう、ボロが。痴漢被害者はでっち上げですねはいきなり怒らせちゃうよね。最近北方先生と会った？まあこっちおかしいよねこの質問ね。楠本充くん覚えてますねでいこうか。今も若い人ありがとうございます今はもう若くない。痴漢されたのはね、痴漢に私が遭遇したのはね、もう今からもう何十年前だ。だって20歳とかそれぐらいの時だったと思いますよ多分。やっぱいじめっ子は、漏れなく顔に出るってやつちゃうですね。なんか出ちゃってるよね顔にね、この間宮さんね。もう眉間にシワが寄りまくってる。これでいく。充くん覚えてます、ね、楠本充を覚えてますよね。ほら、ええ、高校時代の同級生です。河合信也というクラスメートにいじめを受けて校舎から飛び降りました。反応見る。13年経った今も意識が戻らないそうで。陽子ちゃんの話じゃなかったんですか？ええ、そうです。ただどうも事件の周辺には黒川学園の出身者が異常に多いようで、みんな間宮さんと同じクラスにいました。まず北方先生がそうですし、それと赤池さんという方にも会いました。彼のことも覚えてます？まあ同級生ですから一応。そして、その方々がみんな楠本充君の一件を間近で見ていたわけですよね。そうですね。でも誰にとってもあまりいい記憶じゃありません。わかります。そうでしょうね。本人だよね。ちょっと待って、これどういう気持ちで言ってんの？本人だよね。あれ間宮だよな、間宮さんだよね、動画に映ってたのって言いたくなっちゃうぐらい、なんだろう、自分には全く関係なかったような感じで言ってるね。よし、まずいい調子だ。この感じで少しずつ外堀から埋めていこう。楠本充覚えてますねはもう終わったね。最近北方先生と会った？最近北方先生と会ってませんか？会ってません。というかあまり思い出したくない方です。あの人は学校をお辞めになった後偉人町にいたと言ったら驚きます？いえ、別に。でも偽名を使っていたとしたらさすがに驚くんじゃないですか？知りません。私には関係ありませんから。この反応は驚いてなさすぎるかな。もう少し踏み込んで話を聞いた方がいいかも。ちょっと待って。驚いてなさすぎる。まあ驚いてないよね。まあいても不思議じゃないって思うから。まあでも知ってるっていうのを間宮は北方が偉人町にいるっていうことを知ってるっていう前提で今聞いてるわけだもんね。私が今間宮に聞いてるわけだもんね。ややこしいね。これ切っちゃう？もうこれいきなり本題に入るよ。痴漢被害はでっち上げですね。聞いちゃうね。痴漢被害はでっち上げですよね。本題に。はい。江原明宏にお尻を触られたって例の件です。あなたは彼とグルだったんじゃないですか？示し合わせて痴漢騒ぎをでっち上げた。お帰りください、今すぐに。ちょっと八神さん。誰も痴漢の被害者と加害者がグルだなんて思いません。そんなことしたって無意味ですから。でもそれが殺しのアリバイ工作になるなら意味が出てきます。殺人より痴漢の罪をかぶる方がずっと軽い。そうやって江原は自殺した息子の復讐に三越柴博を殺害したんです。ただしその偽装工作を成立させるためには痴漢被害者であるあなたの協力が必要です。すぐに出て行かないと警察を呼びます。早く出て行って。
まあ白切れ江よね。原とあなたとの接点が俺らにはしばらく分かりませんでした。けど沢陽子が黒川学園の卒業生だと気づいた時、関係者たちのつながりが見えてきた。沢さんは教師として江原の息子を教えていて、あなたとは高校時代の同級生でしたから。そしてそのことについて話を聞こうとしてた矢先、彼女はカムロ町の半グレに殺されてしまった。その半グレたちの目的はあなた方の高校時代の担任北方先生です。なんなの？間宮さん、北方先生がどこにいるか知りませんか？彼は桑名という便利屋を名乗っていましたが、沢さんが殺された事件の後、連絡が取れなくなっています。知りませんよ。十何年も前の先生なんですから。もう顔だって思い出せないくらい。なるほど。でも多分北方先生はあなたのことを忘れてないと出す思いますよ。かあれ出すか。その証拠があります。え？便利屋クアナこと北方秀だけは間宮結衣のことを忘れているはずがない。その証拠はまあもうこれだよね。突き出すよ。おりゃ！これですよ。どんな反応する？ 13年前の黒川学園の一コマです。この映像に見覚えはありますか？この動画をああもう歪んできたね。俺は北方先生の事務所で見つけました。顔が歪んできた。大事に隠し持っていたようです。ああ表示されてる日付は楠本満が校舎を飛び降りた当日。彼がいじめられている様子をあなたも笑って林立てていた。旦那さんとお子さんがいない時でよかったね。こんなの見られたら驚いちゃうよ。この動画の件でもう逃れられない北方先生から何か言われたことはないですか？うわーびっくり。それを消して。画面を見る限りこの動画は隠し撮りされたものです。これが存在することを間宮さんはご存知でした？ああもう人生終わった。ここに映ってる充君は今も意識が戻らずにいるみたいだけど、当時責任を問われたのは河合信也一人だったよね。いや、それと教師を辞めることになった北方先生もか。でもあんたらは知らん顔を決め込んでこんな幸せな家庭を持ってる。何？向こうが気になるの？何間宮さん、どうした？壊れた？いつかこんな風になると思ってた。何どういうこと？嫌な予感。嫌な予感。嫌な予感。誰？わ、何嫌だ。あ、なんでこいつらいんの？この人が仲間を呼んだんだ。なんで来るって分かってたっていうことなの？私たちが来ることをまるで予想してたみたい。まあ警戒してるって言われたのかな、もしかして。もうこのマミヤンチもう全部やってやろう。間宮ゆいんちもうぐっちゃぐちゃに。まあでも旦那さんとさ息子さんには罪はないけどさ、まあ、だからちょっと被害最小限にする。被害最ちょい待ってよ。被害最小限にする。旦那さんと息子には関係ないことだから、この家の被害は最小限にとどめた。 OK。 ちょっと血が飛び散った。家にいたってことでしょこれ。部屋めちゃくちゃになっちゃったね。いや最小限にとどめた。
見覚えのある顔が出てきたな。こいつは赤池さん、30歳。黒川学園の卒業生だ。やっぱりみんなつながってた。どうする八神さん。こいつらってつくもくんの小指折ったやつらだよね。確かに。仕返しに指折ったりすんなよ。それよりここにいちゃまだ他にもお仲間が襲ってくるかもしれない。ひとまず安全なところに場所を変えよう。もちろん間宮さんにも一緒に来てもらう。え？騒がずについてきてください。でないとこの動画がうっかり流出しちゃうかも。もうこれで確定だね。もうみんなやっぱりつながってた。でここかい。東んとこかい。昔からお前ら人の了解も取らねえでいきなり押しかけてくるんだ。間宮さんの顔。僕らが知る中じゃこの場所が一番安全なんだもん。頼れる仲間がいるっていいね。そんなに長居しないって頼むよ東。そういう問題じゃねえ。ずうずうしいにも程があんだろ。礼儀の問題だ。礼儀を重んじてる。どうします？もう一回しますか？この人まだいるんだ。そういえばね東さん、この店長カイドウさんが横浜でお腹刺されたんだよ。はあ？なんだと？怪盗の兄貴が誰に？まあその辺は俺らの話を聞いてりゃおいおいわかるから。こちらは間宮由衣さん。さっきは仲間を呼んで俺らを襲わせたって人だよ。はいはい、そうですね。もうそんなのはどうでもうもいい。性格もあらわになっちゃってるね。兄貴に何があったんだ。てめえもう返しは済ませたんだろうな八神。まあ怒るな。私に怒るなよ東。RK のガキどもか。兄貴もなんだってあんな奴らにやられちまうんだ。ひとまず東さんも落ち着いたみたいだし、そろそろ本題に入る？間宮さんも観念してるでしょ。私をどうするつもり？知ってることを全部教えてほしいんです。あなたをどう扱うかはその後で考えます。なんか肝据わってるね。なんか普通はさ、もしさ、今思ったんですけど、もし桑名に脅されて、昔のねいじめの動画を元に脅されて桑名に協力していたんだとするのであれば、なんかすぐ言いそうだけどね。脅されてたんですみたいな。私脅されてたんです。だから旦那にも息子にもこのこと言わないでくださいって、どうか動画消してくださいってなると思うんだけど、それよりもなんかもうなんかチッみたいな、バレちまったら仕方ねえぜみたいな、チッみたいな感じになってるから、なんなんこの人、根っからの悪。もうさっさと終わらせて。聞きたいことは何？旦那になんて言ってカムロ町に来たのか知りたい。まず旦那と息子になんて言って家開けたのか。いじめ動画について聞いてこうか。まず例のいじめ動画だけど、あれはどういうものなんです？俺はあのデータを桑名と名乗っていた北方先生の部屋で見つけました。つまりあれは彼自身が隠し撮りしたものだった。そう。じゃあ知ってたんだね桑名はやっぱりあんたらもいじめに関わっていたことを13年前からずっと知ってた。そうでもさ、それならなんで世間的に河合信也だけがいじめ加害者になってんの？あの動画を桑名さんは誰にも見せなかったわけ？私たちもあんな隠し撮りされてたなんて知らなかった。あんたが怒る動ことじ画があるのをゃないでしょ。知ったのも、すぐに公開されなかった理由を知ったのも、学校を卒業したずっと後。動画が公開されなかった理由は？北方先生があれを公開しなかったのは、私たちのことを一生指導し続けるため。え？もし事件当時あの動画が世に出ていれば、確かに
それはそれで大変だったでしょうね。実際河合はネットで顔も実名もさらされて損害賠償を何千万とさせられてるし。あんたたちも同じ目に遭ってたかも。いえ、多分私たちはその他大勢のいじめ加害者だったから、一時的に叩かれはしてもいつかほとぼりが冷める。まだ子供だったってことで。でもそれはあくまでもあの時すぐに動画が公開されてたらの話。今はその時と状況が違うってこと？私には小さな子供がいる。優しい夫も居心地のいいマンションも。今あの動画が世に出たら全部失うことになる。それにうちの子はどうなると思う？友達を自殺させた女の息子は絶対いじめの標的にされる。人生が台無しになる。しかもあれはただのいじめ動画じゃない。みつるはその日の夜に校舎から飛び降りて今も意識が戻ってないんだから。あんたたちは自分らがガキだった頃より失うものが大きいわけか。その弱みを握っていることで桑名は元教え子たちを指導し続けている。指導ってどういうことだろうね。ごめんなさい、ちょっとコメント読めてなかった。電話してたな。電話マミヤ仲間たちにどっかで電話してた。もしかしてやっぱりいじめっ子は何年経っても精魂は変わらないねんなですね。猫をめちゃめちゃかぶりまくってよく優しい旦那捕まえられたね。もうめっちゃ一瞬で変わったね、この間宮さん。私以外のメンバーにしても同じ。黒川学園ってなかなかレベルが高くてね。大抵卒業後はいい大学に進学していい会社に入ってる。自分で起業したやつもいるし、新しい家庭を持ったやつも。そっか、そいつらもあんたと同じなんだ。あのいじめ動画を公開されたら全部ぶち壊しになっちゃう。そうよ、わかる？もうすごいね。要するにあの先生は私たちの未来が輝き出すのを待ってたの。なるほどね。ダメージが一番大きくなるタイミングを。なるほどな。そしてある日連絡を取ってきたわけ。動画に映っていたいじめっ子たちにね。桑名から連絡があったのはいつ？5年前、まだ赤ん坊だった息子と一緒に散歩してた時、公園で先生は私に声をかけてきた。昔とは別人みたいな暗い目をしてね。そしてその場で持ってたスマホに例の動画を再生してみせた。ほんと異常者。僕には動画に映ってたあんたらも十分異常者に見えたけどね。杉浦君も本当にそう？似たようなことをあなたは絶対にやってない？自分より弱い子に意地悪したことは？みんなと示し合わせて人を無視したことは？誰だってやってる。私たちすはごいね。その相手にたまたま飛び降りられて、たまたま隠し撮りされてた。よりによってなんで私がこんな目に。あんたがそういう人だからだと思うよ。安全なところから人を追い詰めて、自分が何かされた時は盛大に泣き叫ぶ。そういう人だからだ。よく言ってくれた。5年前って言ったな。桑名があんたに動画を見せてきた。いつの間にか東も仲間に入ってる。それで思い出し嬉た。白崎先生がカムロ町で調べてた件だがよ。ん？さっき名前の出てきた河合信也。あいつが知り合いらしい連中に車で連れ去られたのも5年前って話だったぜ。それもじゃあ、それも桑名率いるこの間宮さんたちかな。
桑名が間宮結衣たちの弱みを握ったのが5年前。その時期に河合信也が拉致されたってことはそういうことですよね。少年か。精魂って何？精魂っていうさ、なんかない球根みたいな、精魂みたいな球根ないですか？精魂と書いて少年と読みます。少年です。ありがとうございます。今日もありがとうございます。一つ大人になりました。一つレベルアップしました。ありがとうございます。いじめっ子が逆ギレかい。でも自業自得、すごいへりくつ、すごいね。まあ本当に八神さんはスパッと端的に的確なことを言うね。今八神さんがもう全てを言ってくれた。彼女がこういう人だからこんな事態になってる。彼女がこの事実をね隠したまま生き続けたとしても、息子はどうなるのって言ってたけどね、バレたら。彼女がこのまま息子を育てても多分いい風にはならないだろうね。河合連れ去られた時女性がって言ってましたもんね。女性はだから間宮さんだよね、多分ね。女性もグループにいたって言やってたから。っぱりあんたらだったんだな。カムロ町から河合を拉致したのは、そして殺した？違う、私たちじゃない。そんなことできるわけない。私たちじゃないってことは、違う誰かが殺したってこと？つまり河合が殺されたのは間違いないんだな。私たちは先生に河合がカムロ町にいると聞かされて、力ずくでも何でもいいからとにかく連れてこいと言われただけ。桑名はその理由を何て言ってた？あいつと一緒に全員で心からの謝罪をしてほしいからって。もし断ればいじめ動画が流出する。それでみんなで河合を迎えに行った。ただあいつは先生のところへ行くのを嫌がった。河合には別に失って困るようなものなんてなかったから。あんたらにとってはそれじゃ済まない。ええ、だからだいぶ揉めて、結局は車に押し込むみたいになっちゃって。しっかり拉致カムロしてるね。町で目撃されたのはその時のやりとりだったんだろうな。でそれ以来河合は消息不明になってるわけだが、先生が指定した場所は横浜の埠頭で、私たちはそこへ河合を連れて一緒に精一杯頭を下げた。そしたら先生は河合だけ残して、あとはもうみんな帰っていいって。桑名と河合がそこで二人きりになったんだな。そう。そしたら次の朝、携帯に先生からのメールが届いてた。それにはなんて？文面は何もなくて、ただ動画がついてた。スマホで撮った。なんだそこに映ってたのはカムロ町で河合を車に押し込んでいる私たち。また証拠として撮ったんだね。あの時の私たちをこっそりそばで隠し撮りしてたわけ。その動画にはみんなはっきり顔が映ってた。河合が声を上げてたのを口塞いだり、事情を知らない人から見ればほとんど誘拐。いや誘拐でしょ。その動画を見てどうたら口塞いでもう一通先生からメールが届いた。今度は画像が1枚だけ。でもそれを見て凍りついた。もう先生からずっと逃げられないんだって分かった。河合が死んでる写真だった。その2通のメールを見たら誰だってこう思う。私たちが河合を車に押し込んだ後、それを殺したって。桑名にしてみれば、それで完全にあんたらの弱みを握ったってことか。その時以来
私たちはもうずっと先生の言いなり、どんな要求も断ることはできなかった。何を要求された？あの人はあの人はね、私たちに人殺しの手伝いをさせるの。人殺し？桑名に人殺しの手伝いをさせられている。そろそろ確信に入ってきたみたいだな。河合がいた時女性がいたってそうですよね、言ってたから、やっぱりてか結構野じ馬いたよね。先生が動画でなんか証拠撮影しなくても、野じ馬たちのなんか証言とかでなんかこう誰が河合を誘拐したかっていうのが割れそうだけどね。動画が撮られてたんだね。どういうことなんだ？あんたらは誰を殺したってんだ？いじめ自殺を引き起こした加害者たち。それを先生は殺して回る。全国各地で手当たり次第。何年前に起きたいじめだろうがお構いなし。共通してるのは自殺に追い込むようないじめに関わった人間だってこと。先生は河合を入れてもう7人は殺してる。7人？嘘でしょ。そんな。いじめ加害者への復讐？それを桑名は手当たり次第に？先生はそれが私たちにできる唯一の贖罪だって。人を自殺にまで追い込んだ奴らには必ず制裁が加えられる。いつかみんながそれに気づくまで私たちは手を汚し続けろって。そうすれば第2第3の満を未然に救えるかもしれないから。どうしたもんかな。俺はちょっとそいつを応援したくなってるぜ。いやダメだって。じゃあ三越柴ヒロを殺したのもその一つか？三越柴は4年前に江原の息子をいじめ自殺に追い込んでる。それを桑名は江原に殺させてやったんじゃないのか？だからあんたはそのアリバイのために痴漢被害者を演じた。私だけじゃない。でもやっぱ三越柴をそういうことなんだ。車で拉致するにも人手がいったし、痴漢を取り押さえる役、それをスマホで撮影する役もみんな先生の指示で動いてた。全部そういうことだったのか。役者たち揃えてたんだ。暗黙の了解があって、私たちは直接殺しに手を下すことはしない。何かしら協力させられるだけ。標的をおびき出すとか、死体を埋める穴を掘るとか。でも先生から受けた指示は絶対に拒めない。そんな真似したら河合を拉致する私たちの動画が警察に届けられる。そして私たちの指紋とかがべったりついた河合の死体がどこからか出ることになるの。そのために先生は河合の死体を冷凍保存までして隠してる。自分で殺した死体を冷凍保存？そいつがある限りあんたらはずっと言いなりってわけだ。全ての始まりは13年前の楠本満の件。それが桑名を駆り立てていじめ加害者を始末させた。なんで先生そこまですることになったの？人生を奪われたから？でも満くんのいじめが許せなかったから？どっちもかな。江原が殺した三越柴ヒロもその中の一件でしかない。江原の裏で桑名が糸を引いていたんだ。そういうことだね。つながったね、完全にね。桑名は13年前からずっと変わってないのかもな。いじめ動画を隠してたのも、偉人帳の便利屋になったのも、全部初めからいじめ加害者たちを殺し回るためだ。そして
その地獄に教え子だったあんたたちをも巻き込む。いつか破滅する日までずっと。それが今日なの？かもしれない。ただその前にもう一つ聞かせてくれる？何？カムロ町の RK って半グレたちが桑名を追ってる。その理由は今あんたから聞いた話のどこにもあいつらは出てこなかった。そしてなんで沢陽子が巻き込まれなきゃならなかった？それは関係ない。私もよくはわからないけど、ただ先生は半年くらい前に陽子ちゃんに電話で連絡を取ってる。星稜高校で起きた自殺のことを聞くために。そういうことか。星稜高校の自殺って江原敏郎くんのやつだね。そういうことか。あの件はもともといじめは関係なかったことになってたでしょ。裁判でも学校に責任なしとされてた。でも先生はたまたまそこの教師になってた陽子ちゃんから本当のところを聞き出した。それだけ？そんな話をどうやって？陽子ちゃんにしてみたら先生は自分と同じ立場だった。教え子に自殺されちゃった点では。だから気を許して全部話したんだと思う。そしてそれを聞いて先生はやっぱり三越柴も罰しなきゃいけないやつだと確信を持った。じゃあ沢先生がその話をしてなければ江原も事件を起こしてなかった。今偉人町で起きてる一連の事件もかもしれない。いや、それだけ？そうじゃない。沢先生は桑名の正体も目的も知らなかった。話のわかる昔の恩師に悩みをこぼしただけのつもりだった。少なくともそれで殺されるような筋合いはなかったはずだ。確かに。私たちが殺したわけじゃないから。一緒でしょあなたさ。誰から？非通知だ。もしもし。よう、俺が誰かわかるか？八神。桑名。桑名？ああ、俺のことを探してるみたいだな。あんた今どこだ？お前が一人で来るならすぐに会える。ただその代わり間宮結衣のことは解放してやってくれ。なんで？何？分かった。あんたと会えたらその時解放する。もちろんそれでいい。ならすぐに来てくれ。俺は今八神探偵事務所にいるよ。何？お前の椅子なかなかの座り心地だな。戸締まりはしといたはずなんだけどね。いいか、俺が会うのはあんた一人だけだ。それとあんまり待たせるなよ。気が変わるかもしんないからな。あんたおじさんと同じこと言うね。あなたのおじさんと。一人で会いに来いってさ。ちゃんと確認が取れたら間宮さんは解放していい。大丈夫なの？八神さんだけで。多分桑名はどっかから俺らを見てたんだ。ここに間宮さんがいることも知ってたわけだからな。お前を連れてって機嫌損ねたらまた消えられる。それだけは避けたい。そっか。まあこっちは任せとけ。それより急いだ方がいいんじゃねえか？東あんなにここ使われるの嫌がってたのに、もうめっちゃ協力してくれてる。なんだったら聞き取りも間宮結衣への聞き取りもね一緒にねしてくれたし、情報提供もしてくれてるし、なんてもう前回のねなんだっけ沙織さんへのね対応、沙織さんを助けるシーン、沙織さんへの対応でもうなんか東の株が上がりまくり。確かね東さんはちょっと今回ねロストジャッジメントを初めて見る方もいらっしゃると思うんですけど、東さんはこのね1作目のジャッジアイズの作品にも出てたメインキャラクターの一人でなんかねジャッジアイズの人気キャラランキングってのがねネットに出てて、それで東さん1位だったやっぱそうなんだと思って、そりゃわかるぞってすごい納得感があった。まあ、私は沙織さんと星野くんっていうね人もね1作目から出てるんですけど、2人も結婚してますけど、
その3人かな。曲がった正義感ってことでしょうかね。曲がりすぎてない？クアナなんか壊れたのかもね。クアナもね、もしかしたら。だってもともとはさ、先生教師を志した人なわけだから、なんか生徒たち、その子供たちをこう明るい未来に自分が導くんだとかさ、いろいろ教えてやるんだみたいな志を持ってたわけじゃない。でもそれがあんなことになってしまって、自分のクラスでね、いじめられてる子がいて、でもさ、いじめられてる動画をさ、隠し撮りしてたってことだから、もう当時からなんだ、どういうつもりで撮影してたの？その時からこれを使ってなんかいじめっ子たちをこう将来にわたって追い詰めてやるってその時から思ってたのかな。それともなんか証拠、担任としてその自分のね、教え子の一人がいじめられてるっていう証拠を取らなきゃと思ってまず取ったのかな。なんかその辺明らかになるといいな。僕は八神さんから連絡が来るまで間宮さんを見てる。はい、お願いします。それでいい？奥の店長もずっと聞いてたんか。このね、ここの店長、ずっとこの人店長なんだね、ここね。彼とは話せない。ここでさ、この奥何回か東と話したよな。タバコ吸いながら、相変わらず古いけど居心地が良さそうなゲーセンだ、東。まあこっちは任せとけ。それより急いだ方がいいんじゃねえか。かっこいいな、背中で語るタイプ。ちょっと間宮さん、本当にあなた嫌いよ。あなたのこと悪いけど本当に嫌いよ。もう私に用は済んだでしょ。なんでこんな堂々とされなきゃいけないの、私、間宮さんに。ここで病院長拷問じゃないか。これなんて読むんだろう。これなんて読むんだっけ。ここで病院長をリンチしたんだよね。病院長パンツ一丁にしてブリーフ一丁にして、これなんて読むんですか。ごめんなさい。これなんて、拷問じゃないね。これなんて読むんだろう。拷問じゃないことはわかる。拷問じゃないことだけわかります。八神探偵事務所に行こう。タクシーで行こうか。タクシーで詰問と読むます。なるほど、ありがとうございます。今日も本当にありがとうございます。レベルアップしてます、おかげさまで。ありがとうございます。なんて本当に読めないんでしょう、私は。なんておバカちゃんなんでしょう。自分でもびっくりしちゃいます。待って、どこ近い？ここだね。ここ行こう。よし。まあ教師も人間やから何かのきっかけで暴走するのは十分にありえそう。まあね、そういうまあね、現役教師のねがね起こす事件とかもね、まああるしね。まあ本当そうですね。人だからね。もしかしてクアナも壊れちゃったのかもねって思った。なんか今もともとそんなんじゃなかったと思うんだけど、だってあまりにも大きな事件だからね。自分の教え子が自殺してさ、今も意識不明の重体。しかもあんな動画をね見たら、あんなひどいいじめをされてたなんてね、思ったらね、心が壊れたのかも。いた。約束通りここにいる。そっちは間宮優衣を解放してくれるか。どうした？お互い歩み寄る気がないなら、ここで延々にらめっこが続くぞ。どういうつもりだ。それも一興だけどな。解放するのか。もしもし、八神さん。桑名に会えた。間宮さんはもう自由にしていい。わかった、了解。世話をかけた、八神。まあ座ってくれ。あんたとはじっくり話したことがなかったな。やり合カイトのうつもりは具合はどうだ？なさそうだね。
あの人は順調に回復してるよ。けど沢先生はもう帰ってこない。本当にそこ。不可抗力だった。彼女が巻き込まれるなんて予想もできなかった。じゃああの日あの人のマンションにいたのはなんでだ？ RK の相馬はあんたを捕まえるためにあそこで網を張ってた。彼女が死ななきゃならなかった理由はあんたのせいなのか？どうなんだクアナ！俺のせいなら安心か？なんだと？自分が事件に首を突っ込んでなければ彼女は死なずに済んだかもしれない。お前は心のどっかでそう思ってんじゃないのか？もしそうならそれは違う。そんなこと思ってない。彼女を巻き込んだのは間違いなく俺だ。なんで今そんなこと言ったの？なんか人を傷つけるようなことを。あの子が殺されたってニュースで知った時は正直心が折れるかと思った。取り返しがつくものなら何だってやる。ただ俺の場合それには何年も前に遡らなきゃならない。あんたがまだ教師だった時にか？ああ、俺は自分って人間が壊れる音を聞いた。それを味わった人間は良くも悪くも大きく変わる。お前ならわかるだろう。少し調べさせてもらったよ。そういうことか。昔のこと。昔お前は弁護士してた時無罪を勝ち取ったんだってな。でもそれがきっかけで一人若い女の子が死んだ。俺もお前と同じだ。俺たちはお互い死ぬまで治らねえ傷を負った。そうかもね。俺にとってはそれが13年前だ。助けられなかったこと楠を後本悔してるんだ。充が飛び降りる前日、あいつがいじめに遭っていると俺に知らせてくれたのが沢君だった。それまで俺はそんな大層なもんじゃないと思ってた。少しいじりが過ぎただけ、男の子同士じゃれ合ってるだけ。まあ確かに河合と充とじゃ体格差はある。だからそういう時俺はあんまりやりすぎんなよと笑って言ってやったわけだ。俺が聞いた話じゃ薄笑いだった。ああ、同じことだな。そんな俺に沢君はこう言ったんだ。先生、本当に気づいてないのってさ。沢先生。まるで俺を憐れんでるような顔だったよ。彼女が言うにはクラスの半分近くが充をいじめてた。いつだったか駅のホームで充を見た時は今にも飛び込んじゃいそうだったって。今となっては勝手な思い込みだったが、俺は自分が子供たちに人望のある教師だって考えてたんだ。生徒の心は掴んでいると思ってた。ところが沢君の顔はそうじゃないことを俺に訴えていた。その日俺はいつものようにはうまく笑えなかったはずだ。だからひとまずは様子を見ることにした。なるほど。次の日俺は家にあったビデオカメラを放課後の教室に仕掛けたんだ。そういうことか。そういう経緯だったんだね。しかも若かりし頃の沢先生が桑名を動かしたんだね。先生を動かしたんだね。カメラを放課後の教室に仕掛けた。それで撮影されたのが例のいじめ動画ってことか。遅かったんだね。気づくっていうか真実を見るのが遅かったね。本当に気づいてなかったの先生？やっぱりあんたがあれを隠し撮りしてたんだな。ああ、お前も見たろ。ああいうのをおぞましいって言うんだろうな。ただし俺がカメラを回収して中を見たのはもう充が飛び降りた後だった。
ほんの一足違いだったんだよ。うーん。あいつはその日のうちに屋上から身を投げたんだ。翌日動画に映ってた生徒らは俺に隠し撮りされてたとも知らずに、全部河合一人のせいだ、自分たちは無関係だと言った。実際それまで教室の外で目についてたのは河合が充を連れ歩く姿だった。そして充が飛び降りた責任は河合とそれを笑って見過ごした無神経な担任教師、つまり俺が負わされた。俺が使命感を持って生き始めたのはその時からだよ。あんたは罪を逃れた自分の教え子たちを許すことができなかった。それであいつらに重い十字架を背負わせるために自分の人生すら投げ打った。そうだ、楠本充は今もまだ眠り続けている。死んだも同然の状態でだ。なのに俺たちがあいつを忘れていいわけがない。その真面目な結果先生だったんだね。多分ね澤先生を巻き込んだとしてもか。改めて聞かせてもらう。この間あんたが彼女のマンションに来たのは何でだ。次はもうはぐらかさないでくれ。はぐらかしたつもりはない。恋人になったとかまさただか。少し順を追って説明する必要はあるな。4年恋人にな前ってたもしかして。教職に就いた沢君の学校で今度は彼女の教え子がいじめを受けて自殺した。わかるよな。星稜高校の生徒だった江原敏郎。うん。ああ、敏郎くん。その責任をめぐる裁判で沢君はいじめはなかったと証言させられた。俺は彼女からそのことを聞き出し、三越はヒロを新たな粛清のターゲットに決めたんだ。もちろん彼女はそんなこととは知らずにいたよ。けどその数ヶ月後、沢君は三越が殺されたと知り、今度は向こうから俺に電話をかけてきた。何の用で。彼女は三越が殺されたことについてうっすら俺の関与を疑い始めていた。だから恐る恐る俺に電話をかけてきたんだ。探りを入れるために。彼女はやっぱり勘がいい。それであんたは澤先生に何て答えたんだ。知らぬ存ぜぬで通した。ところがだ、その電話で彼女から妙な話が出た。何？事件について調べ回ってる探偵がもう学校まで来てるってさ。ん？もちろんお前のことだ。警察でさえやっと三越のことを知ったばかりだってのに、なぜかただの探偵が事件に潜り込んでた。それで近づいたってこと？私に。じゃあ澤先生が俺のことを桑名に知らせていたのか。なるほどね。で襲われた時助けてくれたってことか。まああの時点で探偵が嗅ぎ回ってくるにはちょっと早すぎる。だから俺は想定外の相手は排除し、ついでに彼女にもそれとなく関わらないよう匂わせることにした。どうやって？お前と沢君が待ち合わせた店にネットで雇った半品リューマンを送り込んだ。なるほどなるほど。そっか、澤先生を遠ざけるためだったんか。かえって彼らを逃がすために俺が出てく羽目になったがね。そのドタバタの裏では警告代わりに沢君へ三越の写真が渡されていた。その役割を果たしたのは間宮優衣だ。はあ。13年ぶりに会う同級生に沢君は気づかなかったよ。サングラスの女、あれも間宮優衣だったのか。あの日起きたことは全部沢君へのメッセージだった。もう関わるな。ただいいやり方じゃなかったかもしれない。ああ、多分澤先生はあんたが三越殺しに関わってると確信したはずだ。
あの店で彼女が俺と待ち合わせしてたことはあんたしか知らなかったんだから。いずれ沢君が俺を疑ったとしても警察に売ることはないと思ってた。俺たちには教え子を自殺で失ったという同じ過去がある。だから彼女には俺と関わりを持たないようにさせれば事足りたんだ。それで終わりのはずだった。澤先生の心が重たすぎるでしょ。沢君が殺されることになったあの日、彼女は俺にすぐ来てほしいと電話をかけてきた。涙声でな。なぜ泣いてるのか、なぜ会う必要があるのかを聞いても答えちゃくれなかった。なのにのこのこ出向いていったのか。あんたらしくもない。お前は俺のことを何も知らないだろう。じゃああんたは沢先生からの呼び出しを受けてどうするつもりだった？もし彼女が俺を三越柴殺しの犯人として疑い、それで思い悩んでいるなら全てを打ち明けてもいいと思っていた。沢君になら俺のやっていることも全て理解できたはずだ。けど今にして思えばあの呼び出しは彼女が RK に脅されてやらされたことに過ぎなかった。俺と電話してた時も沢君の部屋には連中がいたんだろう。彼女が泣いていたのも俺の質問に答えられなかったのもそのせいだ。 RK はなんであんたを追ってるんだ？わからない。何？それが分かってりゃこんな無様に逃げ回ってない。本当か？連中の動きが見えていないのは俺もあんたと同じだ。しかも奴らは人を殺すのをほとんどためらわない。ってことは多分 RK には何かでかい黒幕、後ろ盾がついてるんだ。それについては俺たちも同意見だ。繋がってなかった何も。クアナと RK は繋がってなかった。ああ、こっちはまだ八神さんと一緒だ。そっちは杉浦君たちにつけられてないか？分かった。ならすぐに合流しよう。間宮君からだ。おかげさまで無事に解放してもらえた。杉浦君にはよろしく伝えといてくれ。まだあんたをどこにも行かせるつもりはないよ。もうお前らは手を引け八神。沢君のことも含めてあとは俺の方でやる。そっちも引っ込みがつくようできる限りの説明はしたはずだ。ここであんたに消えられるともう捕まえる手がなくなるんでね。せめて連絡先ぐらいは置いてってもらわないとな。それには及ばない。俺の姿はこれで見納めだ。そりゃ人を舐めすぎだ。何回ここ2回ここ2回。久しぶりのチェイス。びっくりした。2回です。ここは2回だった。まあ2回ぐらいだったら大丈夫だよね。私にチェイスで勝てると思うなよ。チェイスをして捕まれなかったことはない。人捕まえられなかったことはない。たとえ漢字が読めなくても、たとえカミカミだったとしても、逃げるものだけは必ず捕まえる。俺見失うな俺届け。よっしゃ。これもう一回蹴れたのかな。どっち行ったこっち。待ってどっち。やばい嘘、見失った。ちょっと待って、どっち。いた右。オッケー。危な。ちょっと避けて。まずい。ちょっと待って、もうわからない。どこ。いた。バケツがあったけど、まずい。オッケー。どっち行った。まっすぐ。まっすぐでいい。
こっち。あ、いた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 。見失う。待って、ここで見失ったら、待って、連絡先だけちょうだい。え、こっち。え、ぐるぐる回ってな、同じところ。ぶつからないようにしないと、ぶつからないようにしないと。え、こっち。どこ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 、こっち。いた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 。危な、危ないというか、だいぶ待ってくれた。危な。ほら、おとなしく捕まれ。諦めろ。あっ、それじゃあな。ねえ、やっぱ悪いやつじゃないんだよね。悪いやつじゃないんだよ。やっぱ壊れた、自分の心が壊れたことは俺どこ行っ認た？識してるんだね。嫌な予感がするぞ。嫌な予感。うわっ、びっくりした。赤池？赤池か？またお前らか。黒川高校のもう生徒かマスク？はいらないんじゃないの？黒川学園の卒業生さんたち。はい、もうバレてますよ。聞いての通りだ諸君。そこの探偵さんはもう全部ご存知なんだよ。桑名、みんなどうする？そいつがペラペラ喋り回ったら終わりだぞ。自分たちが助かりたきゃ探偵さんの口を塞がないとな。それがお前の答えか？桑名。殺すのは先生がやってくれるんですよね。あれ、もしかして赤池くんだよね。知ってたよ、仮面外す前から。名前まで知られちゃってたんだな。ずっと同じ、ずっと同じシャツ着てるからね。どうなんですかこの人ね。分かってる。最後はいつも通り先生に任せろで。お前らの手は汚さなくていい。わかりました。じゃあやります。一回やられてるでしょ、あんた。たく、どういう教育だ。さあ、なんか変な関係になってしまったね。13年前から多分時が止まったままで、流しでやる、流しでやる。武器持ってるちょっと敵があるから、ここは流しでやる。はい、いいの拾った。おれおれおら、かっけんかっけん。おっしゃ、おれおれ、しゃ、オッケーオッケー。これバットバットバット横で、おれおれせいや、はい、おれいいね。はい、お次や、うれて、はい、うっといや、おれ、よしよし、気持ちいい。はい、空振り。最後空振り。気持ちいい。暴れ足りない。桑名、くそ桑名。お前らの人生ももう終わりだな。どんだけいい大学出ても、どんだけいい会社入っても、人として終わってる。ちょいなんだ、また会いに来てくれたの間宮さん。やっちまおう、やっちまおう。一旦桑名の代わりにあんたで我慢するしやっちまおう。かなさそうだな。一戦で戦う。一戦で。間宮さん覚悟座ってるね。もうね、もう一戦でやりたい。一戦で戦いたい。間宮さんと対マンで、はあ、食材の暴走って
ことか。たとえ漢字が読めなくても、私はチェイスで人を逃したことはありません。これが人の親か。もうだからなんだろうね。みんな13年前で関係者たち、黒川学園のいじめに関わった人たちと桑名はもう13年前でなんかもう時が止まってる気がする。で、なんかおかしい感じの関係になっちゃったね。なんかまさに何回かさ配信でも話したことあるけど、このゲームやってからも話したと思うんですけど、昔のこうなんだ精神実験みたいな、なんて言うんだろう、精神実験みたいな、警察官と囚人に分かれて、実際になんかそのプレイするみたいな。で、どんどん警察官がこう自分に従えって感じで本気になっちゃって、囚人がうーっていう感じになるみたいな、そういう実験が昔ねあったみたいで、なんかそんな感じでこの間宮さんとかこういじめっ子たちもうなんか先生にとにかく従わなければっていう、なんか恐怖で人を好きになっちゃうみたいな、なんかそういうのもあるんですよね、精神的なもので。なんかそんな感じで、もう先生にもうとにかく従う、先生の言うことをとにかく聞くみたいな、心からなんかそう思ってる感じ。もう多分おかしくなっちゃってんだろうね、みんなね。よくそれで普通の生活が逆に遅れたね。なんか息子とか夫とかと、あと会社とかでもさ、よく普通の生活を送れたねって思う。もうこのままいきます。チャプター10。今日なんて読むの？なんとかの1年？読めない。漢字だけは本当に読めない。今から13年前、楠本満が校舎を飛び降りたのを機に桑名の人生は決定づけられた。彼はいじめの加害生徒らにとって永遠の足かせとなるべく各地で人を殺している。だが沢陽子の死は桑名にとっても事態が予測不能となったことを示していた。沢先生は知りすぎたって言ってたね。沢先生は知りすぎて、コケって何？コケの1年？ありがとうございます。コケって何？コケと呼ぶみたいです。あ、僕も知らんかった。なんか安心感。知らない人がいるとなんか安心感。ありがとうございます。何やってんだてめえ。顔と身元は抑えさせてもらったよ。これでもうお前らには何の脅威もない。なんだと。今まで好き勝手やってくれた分ツケにしといたからさ。すぐ払う時が来る。もう逃げられない。震えながら待ってな。もう終わりだね。あー、杉浦くんいいところに来るね。お迎えが来たよ、間宮さん。またさっきのゲーセンに戻るの？ああ、恨むんなら一人だけ逃げた先生を恨むんだね。なんかさ、でも先生が生徒たちに話す時の口調が先生だったんだよね。なんで間宮さんだけ連れてきたの？人質的な。東、もう沙織さんたちは呼んでくれたんだよな。おう、一通り説明もしといた。東策ができたらすぐこっち来るってよ。なんか言ってた？白崎先生。桑名の正体やら目的やら教えるたんびにいちいち驚いてくれたぜ。ああ、東さんが調べたわけじゃないのに自分の手柄みたいに言ったわけ？ねえ、八神さん。別にいいって。実際肝心の桑名には逃げられちゃったしな。だからまずは沙織さんからの依頼を片付ける。江原の痴漢事件を全部はっきりさせんだ。間宮さんにご協力いただいてさ。
事件の事情聴取これね、ってこの人わけね。ね、もうね、これからね。じゃあ白崎先生たち来るまでまだ時間あるでしょ。八神さんは一息入れてきたら。んそうか。優しいね、杉浦君気遣いがすごいんだよね。ああ、俺もそれで構わねえぞ。東もすっかり仲そうい間になってる。や東、カムロ町で何か変わった様子は？ RK の連中はどうしてる？ああ、それなら昨日あたりから妙におとなしいってうちのもんが言ってた。頭の相馬と阿久津が偉人町の方に行ってるわけだからな。まあくそそうか。あいつら今度戻ってきたらただじゃ済まさねやめえ。とけ海。斗の兄貴がやられた分は俺がきっちり返してやる。返しってもう極道やめたんじゃなかったっけ？極道として言ってんじゃねえ。人としてやらなきゃならねえけじめだろ。その考え方が極道っぽくない？いいよ東、じゃあそういうのが好きよ。人として取らなきゃならねえ敵討ちだ。うん？いやモーラルか。全然違う方向に行ってるけど。そういうところと好きよ。にかく俺は極道をやめても人間やめたわけじゃねえ。人としての筋を通す。はいはい。人間そう簡単に変わるもんじゃないね。海藤さんにお世話になってるからね、東はね。大先輩だからね、大兄貴だからね。せっかくだ、少し街の様子を覗いとくか。どっかで時間を潰してこよう。あ、コケっていうのは見せかけだけで内容がないって意味なんだ。なるほどね。虚無の虚、仮っていう字だもんね。なるほどね。コッケの一年、見せかけだけのなんか信念みたいな、そういうことかな。でっち上げやったみたいだけど、こんな女が痴漢されたとしても同情できひんだね。本当にね。なんか間宮さんの最初さ、なんか間宮さんの家に痴漢事件の本当に被害者だと思って事情聴取に行った時にはさ、めっちゃ同情したけど、なんかね、もうね、もうあんな化けの皮のかぶり方してたんだみたいな。めっちゃかぶってたじゃん。あ、苔おどしって確かに聞いたことあるね。苔おどしもそういう意味だったのか。自由時間いただきました。ここで自由時間来たね。ちょいちょいある自由時間。さて、あ、ガチャができる。カプセルトイがある。懐かしいガキの頃思い出すな。暇つぶししてきていいよって言われたけどさ、一回回しとく。サーモンあれ、あ、そういう感じ。なんか私がガチャガチャできるわけじゃないのね。サーモンゲットしました。まあいいや、これで飾れるじゃん、事務所にまた。さてと、久しぶりのカムロ町だね。またどうしようね。キムさんのところでも行きたいところだけど、キムさんどこいたっけ。キムさんっていうのは1作目のねジャッジアイズで私によく悪い輩がねカムロ町に出た時に毎回連絡くれた人なんですけど、韓国のねお店屋さんレストランを経営してるキムさんどこにいんだろう。キムさんのところに行きたくなってきた。キムさんはどこにいたかな。ちょっと待って。キムさんってどこにいる。あ、ここ観来だっけ。ちょっと待って。観来って、いや、観来はホストのたまり場だ。違う。観来じゃないのよ。キムさんのお店どこ。他に韓国店っぽいところって言ったらここ焼肉店。違うか。キムさんどこにいるか分かりますか。いないのかな。もう寿司三昧ではないですよね。観来じゃないしね。いないかっていうかなくなってる。
そんなことないよね。ちょっと待って。だってアテンシでもないし、キムさんと牛角じゃないよね。牛角って牛角だもんね。どこ？そこでしょってどこ？あ、ここか。ここ行ってみよう、じゃあ。待って、キムさんいんのかな？ちょっと、めっちゃ楽しみだ。これはタクシー乗り場近くにないから、まあ、歩いていきましょうか。走っていきましょうか。あ、そうだ。乗れるんだ。ここでも。ここはなぜか歩道でもスケボー乗れる。偉人町ではね、歩道では乗れないのに、カムロ町は、やっぱカムロ町何しても OK って話なんだね。もしもし、八神さん。もう終わり？杉浦。ああ。白崎先生たちがシャルルに着いたよ。間宮さんへの事情聴取の準備してる。わかった。そろそろ戻るよ。一泊ぐらいの時間しかなかったんだ。一息入れてきてって。ちょっとシャルに戻ったら間宮結衣を事情聴取だ。今度こそ全部絞り上げてやる。そうだね、もう容赦しないよ。なんだったら一戦でもうメタンメタンにねやりたいぐらいの気持ちだよ、間宮に対しては。なんだったら間宮さんと一番ね絡んでるから、黒沢学園のね人たちでは。で間宮さんが一番なんかなんだろう、悪どい気がする。悪どく見える間宮さんが。なんでだろう。やっぱ自分のことしか考えてないからかな。同級生をさ、あ、寿司三昧いたね。寿司三昧やってやるか。俺久しぶりにカムロ町の平安のために。はい、オッケーオッケー。なんかカムロ町のなんかやつらちょっと弱くなったかな。カムロ町のやつらなんか弱くなってる気がする。私が強くなったのかな。間宮さん本当にもう、まあ早く、私のね目的はまあ真実を見つけて。あ、ちょ待ってこの人普通のおじさんじゃないの？悪いやつだった。私はなキムさんに会いに来たんだ今は。お前らと遊んでる。おら、ちょっと待って。うわっ、キムさん、懐かしのキムさんに旧友に会いに来たんだ。それを邪魔するっていうのであれば、おら容赦しない。はっ、キムさんからね、いつも八神さんまたカムロ町に悪いやつらが出ました。八神さん、なんとか助けてくださいでね、キムさんにねずっと言われてたから。よし、いい加減にしろ。オッケー。じゃあ早速懐かしの旧友キムさんいるかな。あんた誰？キムさんいないキムさんいないじゃん。あんた誰？いらっしゃいませ。キムさんがいなかった。まあいっか、じゃあしゃあないから、どうしようかな。じゃあビール飲めないけどビールと、あ、やっぱホルモンだね。ちょっと待って、ビールとちょっと待って、ホルモン、私ホルモンです。キムロスキムさんがいるかと思った。なんで、どうしたの？キムさんどこ行ったの？ちょっとね、体力は別にね回復する必要はちょぴっとだけね回復できればいいんですけど、ちょっと気分上げるためっていうのと、食事をするとやっぱ気持ちがね上がるし、脳も働くので漢字が読めるようになるかもしれない。頭が働けば漢字が読めるようになるかもしれない。
いただきまというす。ことで、ビールと飲めないんですけど、ビールとホルモン、いいね。ただのホルモンじゃない、特製ホルモン。ごちいいそうさま。ね。ありがとうございました。今日金曜日じゃないよね、月曜日だよね、今日はね、確かね。1週間はまだまだこれから。はい、ってことで、じゃあもうシャルルに戻るよ。どうしよっかな。タクシー乗り場がないんだよな、近くに。行くか。もうスケボーでちゃちゃっと行っちゃいます。シャシャシュシュちゃちゃっと。酔っ払ってるからちょっと大丈夫？人にぶつかってもごめんね。わ、なんかすごいやついるね。海藤さんよりすごい服着てる。わ、すごい走って追いかけてきてる。まあいい、ちょっとねこのまま行きます。あれこっちじゃない？ちょっと待って、どっちどうなっても知らないよ。戦わない、戦わずに行く。いけないか、もうこうなっちゃったら。シャルルどこ？もうやるしかないか。どこだ？はい、来た。山内さん。おれ、高木ブーさんみたいな感じの山内さん。おいよし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 、ちょっと一戦で戦ってく。おい、ちょっと待って一戦にして、はい。うわ、やっぱ体でかい人これやってくるよね。あ、ちょっと待って、さっき食べたホルモンがもうホルモンとビールがすっかり、あ、ポッポにも行かないとね。寿司詰めちょっとなくなってきちゃったわ。よし、これで。あ、お金持ちだから戦っといた方が。あ、このキンキラキンはお金持ちなんだ。うわっ、これやし。ケイ。そういうことか。なるほど。いくらもらえるのかめちゃめちゃ楽しみ。うや。せや。シェイ。オッケー、5万時円。間食っちゃったよ。いいね。キンキラキンの人は金持ちなのか。まあそっか。ちょっとシャルルどっから帰る？ここか。オッケー。あ、源田先生。源田先生まで。いいね。なんだよ。落ち着く心の俺安定さ。にいられちゃ迷惑か？まさかみんな揃ってそるね。んなつもりで言ってませんよ。うちの沙織君がコケにされたんだ。どんな相手か面を拝んでやろうと思ってな。何なの？こんなに大勢で。この人すごいね、本当に。お待ちしてました、八神さん。これから例の痴漢事件について間宮さんから真相を伺っていきます。ああ、それと改めて沢先生のことはお気の毒でした。本当に。彼女は桑名が RK に追われてるところへ巻き込まれたように思う。でもその追われてる理由がまだよく分かってない。そいつを探るには桑名の行動を振り返ってみる必要がある。ええ。ってことでまずは例の痴漢事件からだ。間宮さん、全部絞り出してやる。この人から。さっさと終わらせて。すごいね、この人のさ着物座り方。ふてくされんのはいいけど、ちゃんと聞くことに答えてよ。江原の痴漢事件は三越柴殺しのアリバイを偽装するためのもんだった。で桑名はあんたに痴漢被害者を演じさせ、警察から法廷までまんまと出し抜いた。もし間違いがあったら言ってもらえますか？はいはい。嫌な電車であなたに人痴。漢したのは江原さん本人ではなくその替え玉でした。他にも痴漢をでっち上げるために協力者がいたそうですね。そうよ。
その時すごい桑名はどうしてたんだ？偉人町にいたのか、それとも都内の方に？さっきそこのお姉さんが言ってたでしょ。江原さんには替え玉がいたって。うちの先生がまさにその替え玉。桑名が自分で江原の替え玉を？この江原が実は桑名だったわけか。そう。先生と江原さんは体格がほとんど一緒だったし、でなきゃこんなトリック思いつかなかったんじゃない？でも口元の感じとか全然違うよ。本当にこれ桑名さん？あの口元は作り物。江原さんの顔をスキャンして 3D プリンターで作ったんだって。はあはあ。へえ。やっぱお面ってこと？お面ってこと？ PC 上で作った形のデータを実際に液状の樹脂とかで実体化する機械です。え？例えば人の顔も PC が形を読み取れば 3D プリンターで精密に再現できます。え、やっぱじゃあ推理やってたんじゃん。私もよくは知らないけど、それを使って先生は江原さんになりすましてた。こんなのですよね。ほら 3D プリンターさえあれば簡単にこういうものが作れてしまうんです。ミッションインポッシブルじゃん、やっぱり。なるほど。合ってたじゃん。目はサングラスで隠してるし、顎のつなぎはマスクでごまかしてる。いやすごいですよこれ。むしろ口元がはっきり見えてるもんだから別人だなんて思ってもみませんでした。いや、やっぱそりゃたかが痴漢と思ってたら検察もコロッと騙されちゃいますよ。私の目不安心してる場合じゃありません。騙されたのは我々弁護人も同じです。あ、ですよね。桑名が江原の替え玉だったとしてまだいくつか疑問の残る証拠があるな。そうですね。私も同意見です。疑問がある証拠って例えばどれですか？ねえねえ、ミッションインポッシブルのイーさんの顔マスクの可能性ないっていうのね、言ってたよ。みんなに巻き戻って聞いてほしい。チャプター何で言ったかはちょっとね忘れたけど、名探偵カナさんでした。まあ結局その可能性があるっていうだけでなんかここにはたどり着かなかったけども、やっぱり全ての可能性を否定しちゃダメなんだ。急に自信がついてきた。漢字は読めないけど、漢字は読めないですが急に自信がついてきました。疑問の残る証拠品を間宮優に突きつけよう。痴漢事件のからくりを全部解き明かすんだ。待って、疑問が残ると言ったら替え玉だったのは新宿に着いてからどっかで本物の江原と変わったってことだよね。だからまあこれだよね。ちょっとこれとこの辺もね、実際どこで変わったのか、替え玉とその桑名と江原が変わったのかっていうのも聞いて確認しないといけない点ではある。あとはこれだよね。微物検査で間宮さんのね下着の繊維が江原の手についてたのはもともとどうやってつけたんですか？あなたのお尻事前に触ってたんですか？あなたのパンツ触ってたんですかっていうのを聞かなきゃいけないから、これ聞こう。これ突きつける。この証拠にはまだ説明がついてない。これって警察は江原を捕まえた後手の付着物を調べてる。でその微物検査によると江原の手から間宮さんの下着と同一の繊維が出た。ええ、痴漢を替え玉にさせてたなら江原さんは間宮さんに触ってないはずです。事前に触なのに江原さんの手にはね、接触を示す証拠が残っていた。おかしいですよね。ここにも何か細工があったのかな？そんなの簡単。私電車に乗る前ホームの地下で本物の江原さんと会ってたんだから。そこで手にしてた自分の下着を江原さんに触らせたの。微物検査の繊維はその時のもの。あとはその下着を私がトイレで履いたらおしまい。シンプルな下着でした。
やっぱり前に考えた通りだったな。この人と江原は事前に痴漢の証拠を、捏造していた。要するに偽造か江原さんの手についてた微物は私たちが警察に検出させたってこと。痴漢の動かぬ証拠としてね。法廷じゃみんなそれをありがたがっちゃって笑いをこらえるのが大変だった。すごいね、この人ね。だいぶ口が滑らかになってきたじゃん。その調子だよ。この人ももう壊れた、もともと壊れてたけど、もうなんか悪いことに手を染めちゃって、それを何回も繰り返しちゃったもんだから、もうおかしくなっちゃったんだろうね。この人もね、変なアドレナリンとかも出ちゃって、なんか嫌なんだけどなんだろう、ちょっと楽しんでる感出てるもんね、少しね、この口ぶりから。もう変になっちゃったんだろうね。ある意味壊れたんだね、この子も。疑問の残る証拠品を間宮優に突きつけよう。はい、まだあるよね。あとはまあこれだよね。どこで入れ替わったのっていうこと。いいかな、全部はけ。何なの？駅の地図？僕らで作った新宿駅の俯瞰図です。よくよく調べてみると、防犯カメラだらけのホームにわずかな死角がありました。前にみんなで検討してたんだ。もし江原が三越柴殺しの犯人で、そのアリバイを駅で偽装してたとする。その場合、江原は自分そっくりの替え玉に痴漢をさせた後、この死角で入れ替わることができたんじゃないかって当たってたかな。参りましたとでも言えばいいの？その通りよ。そっちの勝ち。もう十分でしょ。もう人が違うのよ。もう人が違いすぎてなんかちょっとね怖くなってくる、この人。疑問の残る証拠品を間宮優に突きつけよう。はい、あと1個ね。まあこうだから江原は実際に三越柴をやって戻ってきたっていう、そういうことでいいのかいっていうことだよね。あんたはこれを見てどう思うんだ？やめてよ。なんで目そらす？あんたはこれをアシストするために痴漢の被害者を演じたんだろう。そうだけど、この動画は誰がネットに上げた？あ、確かに。先生、最初から江原さんに有罪判決が出たらネット上に公開するって言ってた。それも含めて全部計画通りか。そう、先生はいじめ加害者に甘すぎる方が許せない。それは江原さんも同じ。息子さんの自殺が原因不明で片付けられちゃった人だし、だからあの人たちは今回の計画を立てたの。法廷で証明された痴漢行為を殺人のアリバイにする。しかもその時殺すのは罪に問われなかったいじめ加害者。それでこれ見よがしに罪を逃れてみせたら世間はどう思う？桑名と江原の本当の狙いは法を嘲笑ってやることか。すると彼らの狙いはうまくいってるようですね。法廷は警察まで巻き込んでみっともなく動揺してますから。やっぱり江原は捨て身だったんだな。自分の罪を逃れることは二の次で、法を恥ずかしめるために痴漢の汚名まで着てみせた。ええ、警官だった江原がそこまで思い詰めたんです。息子に死なれたのに誰もその責任を取らず、裁判所も臭いもんに蓋するような判決を出した。だから桑名と一緒に動いた。察するにあまりあるってもんだ。ええ、いいコンビだよね。先生と江原さんはもう失うものがないから、私たちだけがリスクに怯えて協力させられてる。今こそもう終わりにしてくれない？あんたもう終わってんのよ。人生終わってんのよ、もう人としても。疑問の残る証拠品を間宮優に突きつけ。まだある？本物の江原と桑名がどうすり替わったか、今の視覚カメラの
完図で確認したよね。ちょっと待って、あと何？疑問の残る証拠品？だからこれ先生ってことでしょ？桑名ってことでしょ？もうここにいるのも桑名って分かってるし、事件発生からどういうタイムテーブルで動いてたのってこと？どういうタイムテーブルで江原は殺人現場、偉人町からこっちに戻ってくるスケジュールになってたのってこと？そういうことだよね。ここはもう本物の江原さん。これ逃げてるのも、ここがすり替わった後かどうかはわからないけど、あとこの人たちか、抑えてる人たち、この人たち誰なのって話。これはどう見たらいいのかな。みんな協力者だったって言ってたよね。この映像で取り押さえられたのは江原さん本人。替え玉をしてた先生はこの場面より前に人混みの中で江原さんとすり替わったの。そうだよな。こんなにバッチリ取り押さえられた後じゃもうすり替われない。グラサンも取られちゃってるし。ちなみに江原さんを転ばせたのも私たちの仲間、このスマホ動画を撮った人もね。もし誰も捕まえようとしなかったらこのまま逃げ切れちゃうでしょ。でも重要なのは江原さんが現行犯として大勢の前で捕まること。すごいね。そうか。でないとせっかくの殺しのアリバイが水の泡になる。意気揚々と要話すじゃん。するにこの痴漢事件は組織的で計画的、桜だらけの手品だったってことか。まだある。ここは時間とかかな。これ全部証拠品なんじゃないの？いいかなこれ。これ全部証拠品に覚えてきた。事件前、江原はこのカードを使って池袋の自動改札を通ってる。その時刻が記録されてた。ねえ、10月7日の午前7時43分です。ありがとう星野くん。八神さんのお役に立てて嬉しいです。三越場の死亡推定時刻は早くても7時半。もし江原が偉人町で三越場を殺したんなら、その後13分で池袋まで移動しなきゃならない。はっきり言って無理だ。なんだそんなこと？そのカードはあらかじめ先生が江原さんに借りて改札を通したの。そして痴漢騒ぎを起こした後、江原さんと入れ替わる時に素早く返した。これでどう？江原さんの手には入場時刻の記録されたそのカードが残るでしょ。改札の入場時刻までアリバイの小道具に。言われてみれば単純なトリックですね。ただそもそも痴漢が殺人のアリバイに利用されるなんて誰も疑いません。ああ、しかも裁判の時はまだ三越場が殺されたことを誰も知らずにいたからな。やってくれるよ。まだ他に何か？八神さん、すごいね。もういいんですか？バットでボコボコに。十分だと思う。バットでボコボコに。痴漢に限って言えば江原は冤罪。少なくとも検察の並べてる証拠は全部ひっくり返せることが分かった。先日の法廷は意図的に誤審を誘導されてたんです。控訴申し立てに動こうと思います。控訴っていうと痴漢の裁判をやり直すってことですか？ええ。そこで江原や桑名のしてきた行動を暴き、誤った判決を正さなくては。いや、そいつは難しいかもしれんな。どうしたんです、源田先生？何か問題でも？いや、そもそもこの間の裁判は江原本人が有罪になるように仕組んでたんだぞ。依頼人にその気がなきゃ控訴なんて無理だ。そうなんだ。弁護人だけがいくら控訴申したったって江原がそいつを取り下げちまえばそこまでなんだから。そうなんだ。そこは明日にでも江原と話したいですね。けどまずはこっちで揃えた材料に奴がどう反応するかです。そうですね。ではそれはしかるべく。
明日拘置所で待ち合わせましょう。分かった。じゃあ今夜はもう解散？ああ、どうするマミヤ。マみんなミヤどうする？お疲れさん。東ゆっくり休んでくれ。ここに置いとく？縛り付けとく？シャルルのベンチにでも縛り付けとく？さっきの間宮ゆいってあの女返しちまってよかったのかよ。返したんか。うんなんで？お酒飲んでるよ。それはだって何件も桑名ってやつの殺しに協力してたんだろう。殺に突き出すとかしねえのか？うん、けど仕方ないんだよ。仕方ない？実は彼女の言ってた殺しってさ、俺らまだ何も証拠をつかめてないんだ。え？そうなのか？三越芝以外の死体は見つかってないし、彼女を警察に突き出せるだけの証拠は今んとこ何もない。だったらとりあえず家に帰すしかないだろう。杉浦が無事に送り届けてるはずだよ。そうか。じゃあそれはいいとしてお前はここで何してんだ？みんなもう帰ったの？なんだよ冷たいな。帰れってこと？グラス出してくれたんでしょ。用が済んだなら帰れ。がお友達じゃねえんだからよ。お友達でしょ。そういうこと言うんだ。その代わり手が足りねえならいつでも言えや。最近暇してんだよ俺。お前が頭下げて協力してくれっつんなら考えてやってもいい。可愛いやつだな。お前は頭下げなくても助けてくれるから下げ損になっちゃう。ごちそうさん。丁寧にさ。いやお前そこはちゃんと頭下げて頼んでけよ。ご丁寧にさ、グラスの中のさ氷もさちゃんとなんかちゃんとしたのを出してくれてたね。名探偵かな、たくさんこんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ皆さん。すごくいい氷を出してくれてたよ。よくバーで出てくるようなさちゃんとした氷。明日は沙織さんと一緒に江原へ石鹸だ。今日はもう上がりにしよう。上がるか今日はもう上がるか。まあホームに帰りますか。じゃあなんかタクシー乗り場もっとこの辺とかになかったかな。なんか異人町の異常な数の街中にこういるタクシー乗り場の数に慣れちゃって、カムロ町のなんかタクシー乗り場がやけに少なく感じるのは私だけの前にちょっとポッポ寄ってこうポッポ、あ、ちょっと待って、こことかシャルルか、ここちょっと待って、ポッポどこ？ポッポどこ？あ、ポッポあるね。こっちから行こうか。ポッポに寄ってからタクシーで帰ろう。ちょっとね、ちょっと失礼しますね。ポッポでホット安らぎフェア。よし。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。明るい店員さんでよかったです。ありがとうございます。寿司詰めをまずは目いっぱい買う。とにかく目いっぱい買って、この辺も目いっぱい買う。幕の内弁当も目いっぱい買う。ちょっとずつお金増えてる。で、あとさ、スタミナ X ってなんか街にさ時々落ちてるかなって思いきや、スタミナ X は落ちてないかもしれない。高いからさあんまり買いたくないんですけど、あんまりこれにお金を使いたくない。タフネス Z とかタウリナーだったら落ちてるかな。 Z の方がなんか落ちてる気はするけど、まあいっか、これだけあれば十分。ちょっとパイン飴がちょっと気になってるけどね。ありがとうございました。ちょっとメガ盛りスイーツもちょっと気になるね。このメガ盛りスイーツも気になるけど、まあよしとしていきましょうか。でタクシーで行くよ。ちょっと遠いから。うわー、いるね。何食わぬ顔でちょっと通ってみる。何食わぬ顔で通らせてくれねえか。やっぱりしゃあねえか。おい、しゃあねえぞ。お前らが先に手出してきたんだからな。うわ、覚悟しとけよっと。おい、おら、壁は使うものの、そっからおら
芳醇なオイル。おや、暴れる暴れる。はい、おやっしゃい。オッケー。たくいい加減にしろよ。結構体力がまずいからどっかでご飯でも食べたいところだけども、この辺はいかがわしいお店しかないかな。なんかちょっとどっかでご飯でも食べて体力回復したいんだけども、シャルル、ここは入れないか。ご飯屋さん、あ、観覧があるね。ちょっとここでご飯食べるか。ご飯食べてこうか。まあせっかくだし。ちょっとね、久しぶりにカムロ町のこっちだ、こっちか。確かね、ホストのたまり場、観覧がここだ、ここだ。ちょっとご飯食べてく。確か2階だったかな。はいはいはい。調査でね、前来たことあるんだけども、ここの席いいですか。ここの席一席空いてますね。一席空いて誰か来るのかな。ここの席通してほしい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。注文伺いましょうか。お、いいお店ですね。特上ロース。私はやっぱりどうしようかな。焼きニンニクいいね。焼きニンニクと、あとビール。飲めないけどビール。これはね、特にね、回復量とかは気にしてません。食べたいものを食べるというね時間です。今はお金を気にせず食べたいものを食べるという時間です。ホルモンさっき食べたから、ちょっとどうしようかな。ハラミかな。私ハラミがいいな。特上ハラミ。高っ。ハラミにしとくか。ここはお金は気にする。はい、ありがとうございました。いただきます。はい、ニンニク飲めないけど、ここはやっぱり雰囲気ビール頼んでみました。雰囲気で楽しめるタイプなので、やっぱりビール。ごちそうさま。ありがとうございました。メニューでした。ありがとうございました。さて、よし、お腹も満たされたところなので、お腹とね、やっぱね、気持ちが満たされますね。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ってことでタクシーで帰ります。タクシーで帰ります。できれば悪い輩に会いたくない。大丈夫そう。 OK。 はい、酔いもいい感じで回ったので、ぐっすり多分ね、硬いソファーでも寝れると思います。はい、ここだね。グルメな名探偵かな、たくさん全然ね、私のね舌はね、実際めっちゃチープなので、本当にね、雰囲気で楽しむタイプなので、実際いいお肉かどうかは、それはね、いいお肉だよって言われたり、楽しい雰囲気だったら、それはね、たとえ腐ってる肉でも多分美味しく食べれるんだと思います。私は気づけない。舌がチープなので。何せソファーで休みましょう。はい。あとね、お腹が強いの。お腹とね、体が強いからね、そんじょそこらの腐ったものを食べてもね、お腹壊さないんですよ。かなさん、焼肉屋でオフ会しよう楽しそう。特上カルビと特上ロース、特上ハラミ、あと特上ホルモンお願いします。沙織さんと江原の接見に行くんだったら、タクシーで東京拘置所に向かおう。はい。ここにさ、ちょっと待って、これ置けるでしょ。さっきシャルルでさガチャ引いたから1個あるでしょ。ここアイテム選択。お、これサーモン。
ちっちゃいね。いいよ。でもこうやって増やしていく。ちょっと待って、もうちょっと前にこれは置いとこうか。はい、こうしよう。はい、ちっちゃいね。あ、でも可愛いね。サーモン、チェック柄のサーモン。特上タンも忘れちゃいかんで。いいね。タン忘れてたね。タンはやっぱ一番最初だよね。舌はチープだけど、やっぱちょっと大人になってね。ちょっとってどんぐらい、もうすっかり大人ですけど、すっかり大人ですが、こんなね。はい、健太法律事務所に行きます。タクシーで行く。遠いから。なんか昔はとにかく腹に入ればいいと思ってて、ご飯なんてとにかくね、お腹に入ればいいと思ってたので、なんかとにかくね、たくさん網の上で焼いて、もうたくさん、もうお腹に、もう短時間でお腹に詰めるみたいな感じの食べ方をね、昔はしてましたけど、今やっぱ大人になったんでね、最初ね、やっぱ塩味のタンからレモンチュッて絞ってねチュッて絞って、ちゃんとそういう食べ方もできるんです。はい、お願いします。運転手さん。舌はチープ、タンだけにうまい、うまい、うまい、うまい。焼肉だけに。よし。はい、来た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 。はい、悪いやからに。タクシーで、そっか、治験所に向かうんだ。そっか、沙織さんのところにもう行かなくていいんだ。よし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 。ちょっと待って、悪いやからに絡まれる前に。オッケー。待て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 。もうすぐ絡んでくるじゃん。オッケー。東京治験所に行きたいと思います。さてと、すべてを知って情報を持ってきたぞ。江原は私にコースを進めに来たと、そう伺いましたが、何か新しい証拠でもあったんですかね。すべてをね。間宮由衣から話を聞きました。あなたは三越柴殺しのアリバイを偽装するためにあえて痴漢の濡れ衣を着たですよね。ほう。目的は調べました。息子さんの復讐と大々的にその罪を逃れて法を嘲笑ってやること。おっしゃってる意味が分かりません。江原さん、多分あなたが思っている以上に私たちは事態を把握してます。どう把握されてるんです？先ほど八神さんが言いました。あなたは無実です。痴漢の事実に関しては、私は弁護人として控訴を申し立て、改めてあなたの無罪を主張します。いえ、結構ですよ。私は卑劣な痴漢です。検事も裁判官もそう確信して判決を出したんですから。痴漢があった10月7日、あなたは午前6時半ごろ、都内にではなく偉人町にいたはずです。いえ、家にいましたよ。そんなわけはありません。白を切るつもりか。息子さんを自殺に追いやった男をあなたは存分に痛めつけたかったはずです。自宅にいたんじゃその機会を逃してしまう。だからやっぱり偉人町にいたんでしょ、江原さん。そして三越柴が家を出てくるのを待ってたんです。桑名の元教え子たちと一緒に。車に引きずり込んだ獲物は偉人町の廃ビルへ連れて行ったんですよね。後に殺害現場になる場所です。三越柴は指の骨を全て折られていました。彼が敏郎君を死に追いやったことを考えれば理解はできる行動です。きっと一切手を抜かずに三越柴を痛めつけたんでしょう。たっぷりの苦痛と恐怖を味合わせた。そこにあんたがいなかったなんてありえないよ。かけてもいい。それで？続きが聞きたいか。あんたにはもう
全部分かりきったことなのに。いや、あんたらの突飛な発想に興味があるんだよ。白を切るつもりか、最後の最後まで。三越場を痛めつけた後、江原が次に取った行動を証拠品から示してやろう。まあこれだよね。これしかない。動画に収まってたのは三越場を痛めつけたあんたが次にしたのはこれは素晴らしい動画だ。あんたは三越場の体に自分の痕跡が残らないようにしてその喉をかき切った。死亡推定時刻は10月7日の午前7時半頃。血まみれのコートを脱ぎ捨ててあんたは急いで移動を始めた。行く先は間宮由衣の待つ池袋駅。どうかな。私は7時半過ぎにはもう池袋にいた。偉人町で三越場を殺すのは時間的に不可能だよ。池袋で防犯カメラに映っていたのはあんたそっくりの替え玉だ。その正体は偉人町の便利屋で桑名仁。もしかしたらあんたには別の名前を言ってたかな。元高校教師の北方優って。あいつはどっちの名前をあんたに言ってた？誰のことを言ってるのかわからない。桑名が駅の防犯カメラに映ってる間、あんたはまず池袋で間宮由衣と会った。そこで彼女の用意してた下着に触れた。その時手についた微物は後々痴漢の証拠として警察に検出される。そしてあんたは一足先に電車で新宿駅へ。その後間宮由衣と桑名が痴漢騒ぎを演じながら新宿駅に到着。電車から飛び出した桑名を間宮由衣が走って追いかける。そしてあんたは何台も防犯カメラがある駅のわずかな死角で自分と同じ姿をしている桑名を待ち構えていた。改札を通した IC カードはここで桑名からあんたに渡される。午前7時43分に池袋に至って物証の一つだ。そうやって同じ姿をした2人は瞬時に入れ替わった。でも人混みの中周りの通勤客は気にも留めない。だからきっと間宮由衣が周りに助けを求めたのはあんたらが入れ替わった後のはずだよ。その先はテレビで何度も流された通り、大勢の前であんたは痴漢として取り押さえられた。現役警察官が痴漢で逮捕。往生際悪く捕まる姿は世論の怒りを買いました。結果初犯であるにもかかわらず実刑判決。誰もが卑劣な痴漢に妥当な制裁であると感じていました。弁護人である私でさえもです。もっと自信を持ってくださいよ、白崎先生。検事や裁判官、あなたのような先生方が何人も知恵を寄せ合った法廷で私は有罪になったんです。疑う余地はありません。私も敏郎にいじめはなかったとする判決を受け入れましたよ。法廷の下した決定には従うほかない。そうでしょねえ、そうでしょうが。あんたの言いたいことはわかる。法廷が果たせなかった正義を自分で果たしたってことだよな。息子がされてきたことを誰もがなかったことにしようとした。学校もそこの教師も法廷もみんなあいつが死んだ理由に取り合わなかった。そこへ桑名が来た。実は敏郎君はやっぱりいじめを受けてましたと。でもそう吹き込まれただけであんたは桑名と共感し三越場を殺したのか。彼は生きてるうちに指を全部折られていた。
なんでそこまでの殺意が持てた？どうなんですか、江原さん。三越柴のいじめには証拠がなかったはずだ。なのに江原はその事実を誰から知った？これだって澤先生が桑名に言ってるから、桑名が江原にその内容を共有したんじゃないの？だから全てを知ったんじゃないの？桑名から知らされたでしょ？江原敏郎本人。その線？いや、敏郎くんは親にも言えなかったんじゃないかみたいな話が前半に出てきてたな。桑名から知らされたんでしょ？桑名から知らされた。ただあいつからいじめのことを聞かされただけで、あんたは三越柴を殺したのか？澤先生がまさか直接？いや、それだけのはずがないな。澤先生？マジ？澤先生と直接話してた？澤先生からいじめの事実を知らされた。敏郎君がそのことを打ち明けたのは先生にだけだった。あんたは彼女からそれを聞かされたのか？そういうの当たらずとも遠からずって言うんだろうな。彼女は私と学校の裁判が終わった後、いじめがあったことを昔の恩師にだけは電話で告白していた。桑名のことだよね。それが録音されてるとも知らずに。何？そういう。桑名さんがその音声を私に聞かせてくれた。なるほど。澤先生が敏郎の担任や弁護士に口止めされてたこともそこで知った。それは裁判中、私がずっと欲しかった敏郎へのいじめの証拠だ。澤先生の言葉でやっと私はあいつがどれだけ追い詰められていたかが分かった。他にいじめの証拠になるものはなかったんでしょうか？例えば敏郎君の日記とか。何もなかった。敏郎は私にも妻にもいじめのことは一切相談しなかった。多分私のせいで。どういうことです？なんで？あいつは中学の時にもいじめに遭っていたんだ。筆箱を捨てられたとか、教科書を隠されたとか。そしてそれを聞いた私は、お前が弱いからだ、もっとしっかりしろと叱りつけた。そうするべきじゃなかった。あいつが自分の受けた屈辱を私たちへ言うまでにどれだけの勇気がいったか。恥ずかしいと思ったはずだ。それでも助けを求めた行動、私は何よりもまず認めなきゃならなかった。よく打ち明けたと褒めるべきだった。なのに私は突き放してしまったんだ。そして敏郎はもう二度と私たちに弱みを見せようとはしなかった。どんなに辛くてもだよ。わざわざ横浜の私立に入ったのも私と暮らすのが嫌だったからだろう。なのにその星稜高校であいつは。だからあんたは三越柴に迷いなく殺意を向けた。さあな。白を切るのか、あくまで。三越柴殺しは認めないってことか。いや、本当は言いたくてうずうずしてるはずだ。桑名は澤先生との電話をあんたに聞かせたんだったな。あいつが現れたのはその時が初めて。なあ、彼は息子のために復讐をしないかと持ちかけてきた。警察官の制服を着ていたこの私にだ。大胆なやつだよ。でも今は感謝しかない。彼はこれまで
他にも三越場のような連中を何人も始末してきたと言ってた。そしていじめで子供を亡くした遺族に復讐を進めてきたそうだ。いじめっ子で済まされてしまった罪人に正しく制裁が加えられるべきだと言ってな。そのさじ加減を誰かが勝手に決めた先にあるのは法の機能しない世界です。法が万人に公平でなければ誰も従わなくなります。腕力や財力、そういう力の有無に左右されないからこそ、法は力の弱い者も救えるんです。なら罪を逃れて笑う者を法が罰してくれなかった時はどうしたらいい？法で裁けない者を見過ごすのは法で守れない者を見捨てるということだ。人を罰するにはそれに足る証拠がいるんです。桑名さんに復讐を勧められた人の中にはやはり許されないことだと拒む人もいたようでね。ただそんな場合でも桑名さんの情報が警察に告げられたことは一度もない。それがどういうことかわかるか？復讐という選択をするしないにかかわらず、桑名さんの勧め自体はみんな理解できる話なんだよ。なのに法ってやつは不公平だし不完全で、違うか？違わないよ。でも公平であろうとみんな努力してる。完全を目指して法律も変わり続けてる。それじゃ遅すぎるんだよ。敏郎は殺されたも同然だった。なのに三越場広は野放しにされてる。教師になろうと教育実習まで受けてたんだぞ。あんな人間が馬鹿げてる。法律が公平になるのを待ってたら私は老いぼれて死ぬだけだ。敏郎のために三越場がのうのうと生きてる社会は見過ごせない。なら私が手を汚す以外にどんな方法があった？私がやるしかなかったんだ。八神さん、今の初めて三越場殺しを認めましたね、江原さん。無能な警察に引き換えよく調べたよ、あんたたちは。桑名さんの計画した仕掛けは上々だった。それがこんなに早くバレるとはな。運が良かったんだ。間宮結衣には桑名に握られてた弱みがあった。あれが見つかってなきゃ彼女を喋らすことはできなかった。何の話だ？いやあんたに教える義理はないよ。江原さん、このままだとあなたは痴漢として刑務所に送られることになります。もちろんだ。それが狙いなんだから。有罪が確定して私は痴漢として罰せられる。そうなった後は警察や検事も自分たちからそれが誤りだったとは言い出せない。もしその後私が三越場を殺してやったと騒ぎ立ててもな。あなたは出所後に殺人を自白するつもりなんですか？三越場を殺す私の動画はもうみんな見たはずだ。もちろんあれは本物だよ。なのに検察や警察でさえあれをフェイク動画だと言ってくれてる。きっと私が自白したところで見て見ぬふりだ。まさかそんな。いや、あり得る話かもな。ただ連中がどう反応しようがあんたは構わない。そうやって法をコケにしたいだけなんだろう。それが目的なんだもんね。なかったことにした法をさ。一つの目的だもんね。あんたはだいぶ分かってきたようだな、八神さん。江原はもうほとんど自分の目的を果たしている。でも俺はそれを見過ごすわけにはいかない。これどうなんの？検察が三越場殺しで私を調べるなら、まず痴漢に下した罰を撤回しなきゃ筋が通らない。
そうだよね。しかしさせられんそれはのそれ。法廷が犯罪者にまんまと騙された事実を大々的に認めるということだ。だから誰もが三越場殺しの犯人を知りながらその罪を裁けず直視すらできない。そんな状況になったら最高じゃないか。あんたの気持ちもわからなくはない。そうやって越に行って喋りたくなるのもな。けど今回の件であんたらは虎の尾を踏んだらしい。虎の尾？カムロ町の半グレたちを誰かが裏から動かしてる。その誰かっていうのが虎だよ。そいつがあんたと組んでる桑名のことを捕まえようとしてる。そして沢先生が巻き込まれた。拘置所でも新聞くらい読めんだろ。知らないか。沢先生は半グレに自宅へ押し込まれて殺されたんだ。桑名の巻き添えになって。彼女が殺されたのは知っている。知ってるのか。でもそのいきさつを聞いたのは今が初めてだ。カムロ町の半グレって RK か。なんで知ってる？ただ奴らが桑名を追ってる理由はまだ分かってない。あんたはどう思う？なんか知ってるのか。分かるわけがない。分かんないな。もしかしたらあんたらの危ないゲームが彼女を巻き込んだんじゃないのか。何？人を殺して罪を逃れるっていうのはそういうことだよ。そいつを取り繕った嘘がいつかどこかに大きな歪みを生む。そして考えもしなかったことが起きる。桑名はあんたも言ってたように三越場以外の殺しも繰り返してきた。そのことが怒った虎を呼び寄せたのかも。どうつながるの？そしてもしその代償を沢先生が身代わりに払わされたんだとしたら、あんたらの復讐こそ不公平じゃなかったか？彼女は法廷で嘘の証言をした。まあそうだよね。怒ってるよね。敏郎へのいじめはなかったと嘘をついた。沢先生に対して。それは証拠もなく未成年の三越場を名指しできなかったからだ。確かに彼女もその時の証言が正しかったかどうかずっと迷ってた。でもだから殺されても仕方なかったと。あんたが敏郎君のためにしたように俺も沢先生の死をはっきりさせる。どうやって？あんたや桑名のやったこと、その全てを公にするってことだ。それにはまず痴漢裁判を控訴して真実を正す必要がある。間宮結衣への痴漢について江原さん、あなたは無実です。先の法廷では十分な審理がされてませんでした。あなたの無罪を主張するために改めて控訴させてください。乗るか。それで私に何の得がある？また法廷をコケにできるよ。どうせ無所に入ったら半年も暇なんだろ。分かった。好きにしたらいい。乗った。ただし何です？私は法廷で三越場殺しを認める気はない。そんな状況でも控訴なんてできるのか？それはやってみなきゃわからない。行こう、沙織さん。ねえねえ、これどうこんなことあるの構わないか。と言ってる。こんなことあるんだ。そうと決まったらすぐに動かなきゃ。ええ、そうですね。真実分かってるしさ、八神さん、本人もさ証言してんのに。沢先生を殺したのは私じゃない。虎の尾を踏んだからといって私が彼女を死なせたことにはならないはずだ。その理屈だと敏郎君を殺したのも三越場じゃないってことになる。あんたはそれを認められんのか？あんたのこと、桑名のこと、沢先生がなんで死ななきゃならなかったのか、全部俺らが暴き出す。彼女のためにできるのはもうそれしかないんだ。真実を見つけ出すことしかね。わ、すごい、めっちゃ
もうなんか映画を見てるような感覚で見てしまった。源田先生にこれからのことを報告します。どうぞ事務所の方へいらしてください。ああの拘置所での拘置所で捕まってる人との接見の時の会話って録音はされてないのか。なんか録音されてたらさ、江原が自分がやったっていうことさ、自分で証言してたし、言わないよって、その実際控訴しても自分が江原やったって言わないよって。じゃあ江原言ってたはことも分かると思三うけど越場殺しを認めたんだな。非公式にですけど、復讐は桑名から持ちかけられたとも言ってました。これで随分はっきりしてきたね。ええ。なので早速痴漢裁判の控訴を申し立てます。よろしいですね、源田先生。源田先生。痴漢と三越場殺しは両方合わせて一つの事件だ。痴漢の無実を主張するには江原の三越場殺しを立証しなきゃなんねえ。だが今のところその証拠はない。だよな。江原さんの殺人動画があります。警察はそいつを出所不明のフェイク動画だと言ってる。警察も同じ言い分だ。それは彼らが勝手にそう言ってるだけです。実際には江原さんの痴漢を示す証拠の方がフェイクだったんです。少なくとも間宮結衣たちの協力があれば、あの痴漢事件を捏造できたと主張できます。裁判所は控訴の申し立てを受けてくれると思うか？先生は無理だとおっしゃるんですか？無理とは言わん。ただ肝心の江原は法廷で三越場殺しを認めないってんだろう。なら控訴したところで勝ち目はどうだ。決定的な新証拠もなく一審の判決にケチつけるだけの結果になりかねん。それだと沙織君の将来に差し障るんじゃねえか。なるほどね。先生は沙織さんのキャリアが心配なのか。確かにそれはあるかもしれないけど、なるほどね。確かに江原が三越場をやったという証拠はあの動画だけか。なんかさ、あの拘置所での会話ってさ、録音しちゃダメなのかな。それってなんか NG になってたりするのかな。そういうルールがあるの？はっきり言って私は随分見くびられていたものだとそう感じています。何？沙織さん、もしかして怒ってます？ええ、残念ながら。残念ながらですよね。いいですか先生。江原や桑名は司法のそういうしがらみにつけ入って今回の計画を立てたんです。強いね。バカにされたとは思いませんか？我々が検察や裁判所に忖度なんてしたらそれこそ向こうの思うツボです。弁護士が法と向き合う時、自身の保身を気にしてどうするんですか？かっこいいね。確かにそうだ。そうなんだがよ。負けてるね。押されてるね。第一審で江原の無実を弁護している時、実際のところその主張を信じていませんでした。弁護する人間を信じもせずに法廷に立った自分を苦く感じていました。沙織さん、江原はそのことを見透かしていたはずです。きっと法の建前に縛られている私たちの姿をバカにしていたでしょう。それを私は見返してやらずにはいられないんです。お前の意見はどう思うんだ八神？意見も何もここまで来たらやるしかない。今更先生は何を気にしてるんだちょっと冷めた目で見てるじゃん源田先生のこと。源田先生はね、まあ子供たちみたいなもんだからね。沙織さんやさ星野くんがね、八神も含めて、そりゃ子供たちの将来のことは気にするよね。一番身近な大切な人たちなんだからさ。でももうそれ以上に子供が大きくなってたっていうことだよね。強かったっていうことだ。沙織さんが強かった。なんて声をかけよう。
子供たちのこと気にしてなんかちっちゃく見える源田先生が。なんて声かけてあげよう。ここは星野くんの判断に任せる。ここは星野くんの判断に任せる。まあ沙織さんのね彼氏みたいなもんだから、星野くんは彼氏プレ彼氏みたいなねもんだから、全部沙織さんに従いましょう。弁護士立ち会いの時の接見は録音はできない。なるほど、ありがとうございます、教えてくださって。そうなんだ。じゃあ誰も聞いてないんだ。本当に個室で弁護士と、そっか、そういうプライベートなものなんだね。なんかそういうプライベートは守られるんだね。たとえさ有罪と判決が出た人だったとしても。なんかさ、たまに刑事ドラマとかでああいうなんか接見の場で、誰かなんか人と会う場で後ろに警察官がこうやって立ってるケースとかもあると思うんだけど、今回それとはまた別なのかな。なんかよくね、その辺がどういう仕組みになってるのか私は分かってない。でもあれは非公開なんだね、証言はね。録音もできないし、しちゃダメなルールだし。全部沙織さんに従おう。でも源田先生の立場も立ててあげたいけど、まあみんな分かってると思うけどね、源田先生が優しさでそう言ってる。だからまずは源田先生の言い分も分かります。ただ全部沙織さんに従いましょう。こういう順番で源田先生に声をかける。源田先生のおっしゃることも分かります。沙織さんの将来を何より心配してのことですよね。肩ちっちゃくなっちゃってるもん、源田先生。ああ、痴漢事件を弁護するために殺しを立証する。そんな大風呂敷広げてもししくじったらどうだ。警察や検察のメンツだけ傷つけて得るものは何もねえ。そして沙織君にはずっとその評判がついて回ることになるかもしれませんね。お言葉ですが、お二人とも何を言ってるんです？あまりに危機感がなさすぎます。俺も？違いましたか？では八神さんはどう思われるんです？おう、どうなんだよ八神。まあまあ落ち着きなすって、落ち着きなさいって。あれ、なんか俺が責められてる感じ。ここははっきり意見を言うべきか。全部沙織さんに従いましょう。そう思うよ。全部沙織さんに従いましょう。弁護士は沙織さん。俺も江原や桑名の行動を理解はできますが、見過ごすことはできません。そうか、お前もその気になってんだな。信じてくれ。ただ俺の動機は沙織さんより少し不純かも。どういうことだ？三越場殺しとアリバイ偽装の痴漢、それを裏で糸引いてたのは姿を消している桑名です。奴を暗がりから引きずり出すには人目のあるところで光を当てる必要がある。だったら江原の控訴審はその絶好の場所になります。じゃあお前の目的は江原じゃなくて桑名なのか？確かに江原の件を検証すれば自然とこれまでの桑名さんの行動も浮かび上がってきます。そして桑名を引っ張り出せれば、それを追う RK とその黒幕も動くはずです。 RK の相馬は澤先生が知りすぎていたと言ってました。つまり黒幕には人を殺してまで守りたい秘密があるってことです。そいつをつかまない限り澤先生が浮かばれることはない。俺らが彼女のためにできるのはもうその黒幕に報いを受けさせることだけです。分かったよ。なるほどな。もうとっくに引き返すって選択肢はなかったわけか。源田先生、どうやら俺はすっかり平和ボケしてたらしい。まあそれに若者たちの成長は甘く見てたな。ここが源太先生のいいところよね。先生に向かって生意気な口を聞きました。
いいチームよね。いや、それはこっちのセリフだ、沙織君。よーし、ここまで言われちゃ腹決めるしかねえやな。もう諸君を止めるものは何もない。存分にやってくれ。ありがとう父ちゃん。はーい。はーいって杉浦君ちょっとチャラいのよね。ちょっと軽いのよね。でもいいよ、そのノリがいいんだよ、杉浦君は。つくもから電話だ。何かあったかな。いや、源太先生はさ、ああやってさ、なんか子供たちの成長をちゃんとなんか認めるところがいいよね。沙織さんこっち見ながら気にしてるね。もしもし。八神氏、まだカムロ町においでですかな。ああ、どうした。 RK が偉人町で数を増やし続けているんです。なんだか異様な空気ですぞ。そこが全くわかんない。それで RK どうのも相馬や阿久津といった幹部たちがまだこちらにいるのではないかと思うのですが。どうかな。俺が相馬ならもう偉人帳は出てるだろうけどな。沢先生の件で警察に手配されてるだろうし。なるほど、確かに。まあこっちもちょうど一段落ついたとこなんだ。これから偉人帳に戻るよ。杉浦も借りたままだし、つくもにも情報を共有しときたいしな。了解です。ではお待ちしてますぞ。もう指は大丈夫かな。まだだろうね。骨折したこと私ないから行くの？あ、行きます。偉人帳。弁護士の接見は立ち会いもなし。弁護士以外は録音も立ち会いもありなんだ。ってことは弁護士以外の人、警察官だったりとかが立ち会った時にその録音してそれを証拠とすることもありってことなのかな。弁護士は接見では立ち会いもなしで録音もしちゃダメで、それもちろん何かを証拠にすることはできない。でもそれ以外の人だったら逆に話したことが証拠になり得るってことなのかな。ぼんやりしてるうちにだから気になってきちゃった。沙織さんがどんどん遠い人になっちゃいそうで、僕も頑張らなきゃ。いい心構えだ。いい心構えだ、星野君。いいよ。尊敬、相手を尊敬し、自分もね、尊敬されるように頑張る。新谷はいなくなっちまったが、それが大事。沙織君がうちを支えてくれてるよ。星野君はまあそのうち本気出すだろう。そうだね。まあ持ってるからね、彼ね、いろいろ持ってるからね、こう見えてね、賢いし、本人は2番手でいいって言ってるけど。私はこれから控訴申し立ての準備に入ります。八神さんにはそれができるだけの材料を集めていただきました。ありがとうございます。しっかりしてるな、沙織さん。よし、じゃあ帰るか、杉浦くん。よし、偉人町に向かおうか。タクシーはもうご飯とかも十分あるし、お弁当も買ってるし、体力も満タンだし。あ、ちょっとここいらであれやっとこうかな。8万も溜まってる。ってことはこれ解放できる。SP 増加かける 4.0 これを解放する。まずで、これで SP の獲得率もっと上げて、これで全部ね、ランク6まで SP 獲得効率を上げたので、あとは基本的なパラメーターかな。体力アップ。でももう 3000SP しかないけど、どうしようかな。とりあえず3000で上げられるものあげようか。3000で上げられるものどれ？やっぱね、1000なんだよな。1000でどうしようかな。とりあえず3000でできるもの。あと竜、ちょっと待ってね。竜はランク1。体力アップとか攻撃力アップを上げていきたいんですよ。で演武の攻撃力上げたいけど、そのためには
あ、違う、体力、演武の体力アップしたいんだけど、そのためには演武の技をあと2個解放しないといけない。演武のとりあえずこれあげようか。これとどうしようかな。これとあとこれで3つ解放できたから、飛来する武器を掴んで投げ返す。ただし銃弾は不可能。そうだね、そんなことできたらマトリックスだね。敵の飛び道具武器に合わせて L1。 敵がなんか椅子とか投げてくることあったっけ？あったか。これで次パラメーターでここ演武の体力アップしていく。うん、はい、これで OK。 よしよし。じゃあ偉人帳に戻ります。あれ？あ、ちょっと待って。あれ、偉人帳なくない？待って待って。つくもの事務所があったか？ちょっと待って、つくものところに行けない。カムロ町から出れなくなってる。清涼、あ、偉人帳か、あるね。とりあえず偉人帳に行けばいいか。とりあえず偉人帳に行こう。よし。びっくりした。なんかさ、いつもさ、目的地、メインストーリーの目的地の時には行き先が赤くなってる気がしたんだけど、今回なってなかったか。待って、500円が惜しい。500円が惜しいから、初乗り500円が惜しいので、割と近いので、こっちじゃない、こっちじゃない。ちょっと失礼します。ちょっと失礼します。RK か？こいつら。お金持ってるかな？ちょっと戦うか。おら、金出せ、おら。おら、お前ら、いくら持ってる？まあ、1万円札だったらただじゃ置かないぞ。一人1万円。全員で5万ぐらい。出せや。出せや。おら。物騒な。刀持ってない、この人。はいせん。せや。うわった、待って、撃ってきてる、撃ってきてる、撃ってきてる。撃ってきてるね。うわって。おい、ナイス杉浦君。しばらく寝とけっての。持ってるね。金出せ。なんか荒々しくなっちゃうんだな。どうやってもこのゲームやってると。八神降臨しております。ちょっと体力回復しといた方がいいかな。どっかで食べるところあるかな。あ、ちょっとここのカフェ寄ってこ。このカフェ寄ってく。いいね。いらっしゃいませ。ポケットっていうカフェかな。あ、うわー、なんだこれは。スペシャルパンケーキにすると、ちょっと待って、スペシャルパンケーキとナポリタンだとちょっと多いか。ちょっと待って、ナポリタンじゃなくてスペシャルパンケーキとホットミルクにしよう。あ、ホットミルクじゃ確かやってないな。コーヒーにしよう。よし、これで OK。 はい、お願いします。いただきます。いただきます。おいしい。あれ、ホットミルクとこれはコーヒーどっちも頼んじゃってた。なんだ、街で金目のものが拾える気がしてきた。お宝ラッキー。何これ。ごちそうさま。ありがとうございました。初めてのものが出た。なんだ、街で金目のものが。あ、杉浦君ごめん、待っててくれたんだ。
あれなんだこのお金マーク、初めて出てきた。なんかラッキーなことが起こるよっていう感じなのかな。なんだなんだなんだこれ。この時戦ったらいいってこと？もしかしてそういうことではない？そういうことではないかな。なんかさ、これさ今減ってるじゃない、お金のマークの緑色の部分。ちょっとさ、ちょっと戦ってみていい？ちょうど悪い人たちがいる。おる。ちょっとこれさ、なんかお金が増えるっていうことじゃないかな。ちょっと壁にジャンプして、これを決めたいんだけどな。壁ジャンプの決まんないな、なかなか。壁ジャンプからの三角飛びからの攻撃を決めていきたいんだけど。おれおれおいおいしょおいおれおい。あ、ちょガードするね。後ろからよっしゃ。だが時間これなんだ獲得。お金はゲットできてないね。食事の組み合わせで攻撃力アップとこの効果もあります。一時的ですけど。なるほど。これお金が一定時間お金がカツアゲできるお金の額が増えるってことがつくもの事務所じゃなかったね。つくもの事務所じゃなかった。今でもお金ゲットできなかったか。今はちょっとアンラッキーって感じだったのかな。あ、帰ってきた。そうでしたか。なるほど。だいぶ見えてきましたね。かなり動いた。桑名さんじゃなくて北方先生か。その教え子たちが江原の三越場殺しをサポートしてたってことだけど、でもそれだけじゃまだ説明のつかないとこがあるかな。と言いますと、RK がなんでしつこく桑名さんを追ってるのか、だよね八神さん。それそこに沢先生が殺されなきゃならなかった理由もある。RK はなんで桑名を追ってる？奴らは桑名のことをどこまで知ってるんだ？桑名じゃなくて RK はまずはあれだよね。黒川学園のいじめの加害者主犯格の河合信也を RK は追ってたんだよね。そこから次に桑名を追って偉人町に来たんだよね。河合なんでだろう。そこがなんでかな。河合のことも追ってたんだよね。もともと RK は偉人町に来る前河合信也を探してた。ところが河合が殺されたらしいと分かると、なぜか急に探す相手を桑名に変えた。奴らの目的は何なんだ？考えて答えが出る問題じゃないのかもしれませんね。それこそ RK のメンバーから聞き出せないでしょうか。偉人帳で数を増やしているようですし。ただ末端の連中に聞いてもろくな情報持ってないからな、あいつら。阿久津か相馬がいれば別なんだろうけど。そうですな。ここでじっとしてても始まらないか。ちょっと街に出てみるよ。いるかな。フットワーク軽いのだけが取り柄なもんでさ。またまたご謙遜を。八神氏にそう言われては僕らの立つ瀬がありませんぞ。ひとまず街に出てみよう。まあそうだね。手足を動かしてこそ探偵ってもんだ。頭を動かす前にまず手足を動かす。メッセージ受信した。ちょっと待って。なんでこれメッセージ受信。これか。あ、
こんばんは、いらっしゃいませ。皆さんこんばんは。今日も張り切ってやっておりますぞ。つくも風。あ、天沢ちゃんからだ。八神さん、調査の進捗はいかがでしょうか。心配してるよね。なんかさ、天沢ちゃんがさ、私も協力したいって言った時さ、ダメって言ったけど、独自にさ、調査しちゃいそうだなって思ったけど、おとなしく聞いてくれてんのかな。かわいいね。もし調査に行き詰まっていらっしゃるようでしたら、スクール日誌アプリを使って状況を確認してみてください。あれね、天沢ちゃんが勧めてくれたって取ったアプリだよね。我らが宿敵プロフェッサー、忘れてた。すごい忘れてた。プロフェッサー、私一回その考察したわ。プロフェッサーがなんかその殺しの仲介役みたいな感じじゃないかって思ってたけど、でも違かったね。結局桑名がなんかその悪いいじめっ子たちをいじめをしたのに、まんまとそのなんかうまく逃れた子たちに制裁を加えてただけであって、プロフェッサーは関係なかったね。最初ね、プロフェッサーを通してなんかその掲示板が、プロフェッサーが開設してる闇サイトの中の掲示板で、なんかそのかつていじめをこう傍観してた人たちだったりとか、いじめられた人の親とかがなんとかこういじめっ子たちに制裁を加えたいみたいなのを投稿して、プロフェッサーとかが動いてんのかなと思ったけど、そうではなかったね。相馬って黒岩とは別ベクトルの怖さがありますよね。そうだね。黒岩さんは初めて見られてる方もいらっしゃると思うんですけど、1作目ね、この前の作品のジャッジアイズに出てきた黒幕、彼も刑事だったんだけど、彼もって相馬はね刑事じゃないけど元ヤクザだけど、なんだろうね、相馬めっちゃ合ってるよね。めっちゃなんか闇の組織の長って感じがする、相馬さんって。ちょっと待ってね、どこまで読んだっけ。純真な高校生の心の隙間に入り込み、非行に導く諸悪の根源を放っておくわけにはいきません。真の面探偵ならば事件が起こる前に防ぐべしです。分かったよ。もう終わっちゃった会話。天沢ちゃんももうどう返信していいやらって感じだろうね。天沢ちゃんたちの協力もしないとね。バズリサーチャーもなんかバズってるね。ワード絞り、これか。雑音。はい。盗聴魔がいるっていう話だよね。盗聴魔。これと、UFO だ。UFO 近いね。UFO が飛び立つのを見た。これもあれだよね。星稜高校のオカルト部のね子たちの依頼だったね。どうしようかな。これちょっと一回星稜高校の方行ってみようかな。ちょっと待ってね。雑音の方ちょっと行こうかな。UFO 近いんだけど、ちょっと待って。UFO 近いが雑音ちょっと行ってみていいですか。雑音が近いのか。雑音がこっち。待って、お前が送ってきた動画雑音ひどかったぞ。そんな関係ない連中の雑音なんか気にすんなって。これこっちも気になるけど、多分これじゃないけどこっちも気になる。この辺来るとワンセグ映らない。雑音すげえ。この辺だね。通話の雑音ひでえな。ネット固まったこの雑音のせいに違いない。この辺だね。よし行こう。近いぞ。ちょっとすいません。メインじゃないんですけど、雑音調査ちょっと一発この辺で。闇雲に外に出ても当ても今はないのでね。RK のメンバー歩くと、今はたくさん
この町にいるっぽいから近くにいるかもだけども、まあちょっと別の調査をしながら。この人たち RK っぽいけど違う。白い仮面の集団が一人を囲んで大乱闘。何かの話か。敵いるね。ちょっとやるか。俺ちょっと肩着に手出すな。肩着に手出すなお前ら。おれやってやろうぜ。おれはいはい。おっと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 。おいいいガードだね。はい。でもこのキック避けられるかい。おれおれ後ろからのしゃ。あ、ちょっと待ってなんか怒ってる。いってよし。ちょっと一戦でやってこう。おらはい、これでこの子を持って。おっしゃちょい待てや。ちょい待てよ。うやしゃたほいや。おらおののいた恐れおののいた。おっしゃいやはいやオッケー。はい決まった。メガネ勝ちコン。よしオッケー。じゃあちょっと気を取り直して雑音調査やってきます。ユースドラマやってほしいとこですね。みんなユースドラマ見たいかな。もしもし。白崎です。あ、八神さん、今大丈夫ですか？ああ、どうかした？江原さんとの接見を思い返していたんですが、ちょっと引っかかる言葉があったんです。何？それで八神さんのご意見を伺いたくて。引っかかる言葉って何かあったっけ？桑名は江原さん以外のいじめ被害者にも復讐を進めてきたと、そして江原さんは続けてこう言っていました。復讐を拒んだ人もいたけど警察に告げた人は誰もいないと。それで桑名が最初に殺したいじめ加害者は自分の教え子だった河合信也ですよね。5年前にそのいじめを苦に楠本充君が飛び降りて今も昏睡状態にあります。はだったら桑名はその親にも復讐を持ちかけたんじゃないでしょうか。厚生労働省。楠本充の親？それで言うと確か楠本玲子だっけ？厚生労働省楠本充の母親で楠本玲子。当時は無名の一官僚だったが今は事務次官だ。しかもヒーローとねされてるみたいだね。彼女は厚生労働省の事務次官です。それがもし過去に河合への復讐を持ちかけられ加担していたとしたら、確かに今になってそのことを人に知られたくないでしょう。そこで桑名の口を塞ぐために RK を動かしたとは考えられませんか？ RK にはおそらく誰か黒幕がいるということでしたよね。じゃあそれが楠本玲子。事務次官ともなれば半グレを動かせるのでは。一応筋は通るように思います。すごい考えたね。ああ、彼女のことは前につくもも調べてくれてた。ああ、すぐに話してみるよ。やったな沙織さん。RK の黒幕が見つかったかも。八神さんにそう言ってもらえて自信が出てきました。すごいね、信念持ってやってる沙織さん。それじゃあ何か分かったら連絡する。すごいね。まあ自分がね、自分のもともとは事件持ってたね、担当してた事件だからすごい責任感持ってやってるね。立派な弁護士だ。沙織さんはもう立派な弁護士。つくばのところに戻ろう。楠本玲子のことは詳しく調べる価値がありそうだ。確かに楠本玲子が黒幕だったとしたらもう国どうなってんの？国の厚生労働省の事務次官どうなってんのって話になるよね。一作目もさ、厚生労働省の事務次官がね噛んでたからね。ちょっとその前にちょっと雑音調べるよ。天沢ちゃんからのお願いメールをね一旦ね無視して、今雑音がひどいところに今ちょっと来た。この辺
ユースドラマね、ちょっとだけね、配信外でね、なんかタイムカプセルを開けるっていうね、あれユースドラマだったかな、ちょっと待って、ちょっとだけねやったんですよ。あれちょっと待ってこれであれユースドラマだったかなあ、これはユースドラマじゃないか、サイドケースかな。サイドケースで、そうそう、タイムカプセルの行方っていうのがね、学校で発生して、それちょっとだけね配信外でやったんです。ユースドラマ全然やれてないね。そうだ、ダンス部の調査もしなきゃいけないし、そう、プロフェッサーについてね、さっき天沢ちゃんからメールもらってたやつもしなきゃいけないんだ。次回かな、どうしよっかな。なんかね、配信でどういう感じで配信をするか、配信外でやるか、ちょっとね悩んでるところがあって、一旦ちょっと雑音調査したいと思います。つくもが作ってくれた探知機だったっけ、集音機じゃないよね、探知機だよね多分ね。これでこの辺でいいんだよね。あ、こっち？あ、違う？この中じゃない？あれ、ここゲーセンじゃん。この中？待って、ちょっと今調査してます。どっかに多分ね、ふみ？ふみ？ビンゴ。あ、これだ。どこ？ここからだ。ここ？ビンゴ。ここからだ。ちょっと待って。ビンゴ。オッケーオッケーオッケー。あ、すごい、今回は簡単に見つけられた。前回すごい手こずったけど。電波がクレーンゲームから出てる。どういうことだ？あのぬいぐるみから強く出てるようだが、店長さんは全く。店長さん？やだ、店長さん？もしかしてぬいぐるみをさ、 UFO キャッチャーをしにさ来たさ女の子が、掴んでください。これ掴まなきゃいけないの？電波の出てるぬいぐるみを取る。はい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 、お安いご用です。お安いご用です。遊ぶ。お安いご用なんです。私にとってこれはもう簡単も簡単。まずはお金を入れる。ちょっと横から見たいんだけど、これはね、ちょっと待ってね。まず戦略としては2回ぐらいはかかるかもしれないな。脇に挟んで、脇にクレーンゲーム得意です。得意ということがね判明しました。詳しくは私の動画のシャープ3見てみてください。めっちゃ才能開花してます。めっちゃ才能開花してるので、クレーンゲームの脇に、ペンギンの脇にうまいことクレーンの手を挟むか、もしくは1回倒してお尻の2回目でお尻の方を持ち上げて落とすか、そっちの方が現実っぽい。ちょっと待ってね、絶対成功させるので見ててください。まずちょっとだけだよね。ちょっとだけだから、一旦は左、一旦は普通に脇に手を入れる感じでいきたいと思います。じゃあいきます。イメージトレーニング中です今。はい、脇にクッとね、脇にこう、まあ私がペンギンだとしたらちょうど服も水色なので、まあ脇に、こういう感じですね。はい、いきます。よく狙ってください。はい、ここを狙うかがポイントです。はい、でちょっと待って、大丈夫だったかな。いきます。どうはい、ここ狙えましたか？いいよ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 、はい、完璧です。完璧です。
なるほど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 ね。そういうパターンね。そういうパターン。はいはいはい。でもあと2回でいきます。あと2回でいけると思います。ちょっと待って。横に移動します。はいはい、わかりました。じゃあまずは頭を、これはまずやってみる。お金ならね、20万持ってるからさ大丈夫。よく狙ってください。はい、ここどこを狙うかがポイントです。頭の方を狙います。決して持ち上げるということは考えてません。移動します。なので頭の方を狙って手前に転がす作戦でいく。あと2回で取る。はいはいはい、そっち。なるほど。イカサマじゃない？これイカサマされてない？横に移動します。これなんかイカサマされてない？店長がイカサマしてるんじゃないの？店長がさ、このさペンギンをもし女の子が取るんだったら、可愛い女の子が取るんだったら、なんか簡単に取れるような仕掛けをしてるんじゃない？私が男だから。よく狙ってください。ちょっと待って、一番最後ここまでしか行かない。クレーンが移動します。うまく狙えましたか？こんなんでうまくいく？クレーンがだってもう移動で動きます。なるほどなるほど。肉に刺さって、首か。悔しすぎる。これは店長に場所を変えてっていうお願いはしたくない。ちょっともう一回このままやる。このまま取る。このまま取る。横に移動します。オッケーオッケー、いいよ。いくよ。首だな。よく狙ってください。もうちゃちゃっと取る。どこを狙うかがポイントです。移動します。サクサクいく。この首のくぼみにクレーンのなんてこった。なるほど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 。うまくできてますね。うまくできてますね。これは何か意味があったのか今。でもクレーンの手が入りやすくなった。もう20万あるからサクサクいく。どこを狙うかが迷わずいく。迷わずいく。首。うまく狙えましたか？首が引っかかるポイントと見た。移動で動きます。ちょっと動けばいいの。コロコロ転がりますな、このペンギンは。どうすればうまくいく？これ横に移動します。思いっきり頭を20万のぬいぐるみなんていらないのよ。その後の気持ちの方がメンタルが持たない。せめて1000円以内には使いたい。待って、今もあと1回プレイしたら1000円になっちゃう。そうなの、20万あるからじゃないんだよ。私20万のぬいぐるみ取ったところで。でもこれ調査のためだからさ、頭からやっぱり前に転がしとっかな。そういう作戦でいってみる。よく狙ってください。ちょっと違うところ見ちゃってた。違うところ見ちゃってたけど、どこを狙いますか？で、一番とりあえずガラスまでベタ付けして左は。で、ここ頭を前に持ってきて前に転がす。どんどん出口に近づける。どんどん出口に。なるほどなるほど。そうきたか。ゲットできるまで終われば10ですね。20万使い切るまで終われば10かもしれない。じゃあせめて今1000円使ったでしょ。2000円以内には取ろう。2000円以内にはお金を入れて、次に進みます。もうちょっとずつでもずらす作戦でいく。もう細かいことは気にしない。わかちこわかちこ。よく狙ってください。もう細かいことは気にしない。とにかくずらす。出口に向けて。だからどうしよっかな。だからどうすれば細かくこっちに動かせる？コロコロ転がっちゃうんだよね。
どうします？うまく狙えましたか？こういうのってさ、なんか科学とかが得意だったりすると、あ、お尻すぎた、お尻すぎたダメだな。とにかく奥側から前に移動させないとダメだ。こりゃつるつる滑って奥に行っちゃう。迷わない迷わない。次はどこを狙いますか？とにかく頭の方狙ってきます。頭の方。うまく狙えましたか？どうかな。行ってくれ、お願い。ちょっとでいいの、ちょっとでいいの、ちょっとでも前に。前向きに捉えていい？前向きに捉えていい？角度だけ変わった？ちょっとだけ出口に近づいた？まだ店長に頼りたくないの。よく狙ってください。あと1個あるね。次はどこを狙いますか？やっぱ前回は点々点。そんなことない、そんなことないの。どうします？このペンギンが多分この UFO キャッチャーで一番多分難易度が高い。あ、ちょっと待って、分かったかも私。なんだこれ、なんだこれ。なんかすごい角度で立った。なるほど、次に進みます。いける気がしてきた。横に移動します。なんか立ってるね。ペンギンが立ってるね。なるほど。謎の角度ですね。なるほどって私言ってるけどね、なるほどって私が言うときは何も理解してないときです。何も理解してない、何もないときになるほどというね、言ってしまう。もうね、極端に頭の方を、とにかく奥側の方を極端に押す。そういう戦略でいく。だから、まずは、わかった、それか。右手のこの右側のアームで、この開いた時にボンって押すっていうのはどう？でもな、そんなに左側にスペースがあるわけじゃないんだよな。だからやっぱりよく狙ってください。どはい、こここを狙うかがポイントです。とにかくちょっと前に倒す。前にこの辺で行ってみる。どうだろう。手前に倒れてくれないかな。手前にかすって、地味に動いてはいないね。うわー、難しいな。なるほどね、そっぽ向いちゃってるね。まだやる、全然まだやる。店長には頼りたくない。どこを狙うかがポイントです。もうこれ真ん中行くしかないね。真ん中行くしかない。お願い、おいでおいで、こっちにおいで、こっちにおいで、こっちに来てこれは取れないようになってるやつかもしれない。横に移動します。パチンコとかさ、スロットでもさ、絶対に当たらない台みたいな、よく狙ってください。店長さんがさ調整できたりするんですよね。次はどこを狙いますか？移動します。それじゃない？うまく狙えましたか？そんなでも困難にも私は負けない。移動で動きます。そんな前に来た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 。なるほど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 、前に来たね今ね。これいけるぞ。ちょっと待って、もう一丁あるぞ。よく狙ってください。でこれこのままこうやってちょっと後ろの方でやってけば近づいてくるんじゃない？もうこの角度だったら、この角度だったらいけるんじゃない？どうどうどう？これで、後ろに行ったら前には来た。やれる。You touch my now。あと2回、あと2回で決めたいところ。横に移動します。これはちょっと待って、こっちにやりたいんだよね。よく狙ってください。いけんの？これさ、この角度でさっきダメだったけど、転がす？ちょっとずつだから
こっちにやりたいわけよね。どうしうまく狙えましたか？この辺でお尻に食い込めばちょっとそういうことだ。なるほど、理解した。左のお尻に食い込まさせると持ち上げずに右に移動する。横に移動します。オッケー理解。よく狙ってください。この辺どこを狙うかがポイントです。どうしますか？はい、この辺狙えましたか？どうだろう。お尻に食い込ませてそのまま移動する。持ち上げずに持ち上げちゃうか。持ち上げちゃった。いや、大丈夫。あと10回やれば大丈夫。あと10回やれば10回以内に取れる。もうスピードでやるから皆さんちょっと待って。次に進みます。もうスピードでやる。いくよ。横に移動します。いくよ。準備はいい？よく狙ってください。あと10回以内には取る。どこを狙うかがポイントです。もうここでいいから。うまく狙えましたか？ちょっと左に行き過ぎちゃったか。持ち上げる必要はないんだよな。お尻に食い込ませればいいの。お尻に食い込ませれば、これなかったことにする。あと9回でこれなかったことにする。分かったよ。取り方は分かりました。よく狙ってください。この辺でやめる。どこを狙うかがポイントです。あれ、ちょっと前に出過ぎちゃってるな。ペンギン前に出過ぎちゃってるな。うまく狙えまちしたか？ょっと間違っちゃったな。当たらない？食い込む？当たらないか。これなかったことにする。これちょっとなかったことにさせてください。くそ、すごい嘲笑われてる気がする。ペンギンに。ちょっと前に出過ぎてるな、ペンギン。どこを狙うかがポイントです。これさ、もう前に出過ぎてるな。もう押したくないんだけど。うまく狙えましたか？これ前に出過ぎてたらもうちょっと店長さんに頼むしかないんだけど。自動で動きます。当たらない、クレーンが。なんと当たった。取ってるな。今あと10回中、あと7回ね。あと7回中に取る。次に進みます。君を取る。絶対に。よく狙ってください。分かった。はい、ここ。狙えましたか？どうだろう。来た。よし。完全にコツをつかみました。いくら使ったの私。4000円ぐらいになる？ 3500 円ぐらいかな今。横に移動します。もうここでミスりたくないな。もうここでまた戻ったり後ろに下がったりさせたくないから。よく狙ってください。はい、この辺でいい。どこを狙いますか？うまくもうここでいい。狙えましたか？自動で動きます。ちょっとダメだったか。はい、来た。皆さんどうでしたでしょうか、私の腕前。前回のは果たしてまぐれだったのでしょうか。ペンミー、豚さんのブーミーの次はペンミー。おめでとう、ありがとうございます。あと1回これどうしたらいいの？200円返して。200円はあと1回できるけど。繰り返しプレイすることで上達します。1回ワンプレイ無駄にしちゃったけど、まあいいか。このぬいぐるみから電波が、中身を見てみるか。やはりあった。盗聴器。なぜぬいぐるみに？誰が取るかなんてわからないはず。ぬいぐるみを仕掛けられるとし、ぬいぐるみに盗聴器を仕掛けられるとしたら、店員かぬいぐるみの制作者側の人間だが。さっきの店長さんか女性の店員さん。はい、なんでしょう。このクレーンゲームの鍵を持ってるのってどなたでしょう。バイトリーダーのトールさんですね。トール、なるほど。
ねえねえ、ほらやっぱビンゴじゃん。ビンゴじゃん完全に。よし、今日こそ取るぞ。あれない。あ、取られちゃった。チェっていう子いるんだ本当に。ね、やっぱあの子がずっと着てたんだ。お兄さん、そのぬいぐるみ譲ってもらえませんかね。どういうこと？ 1 万円、いや2万円でも出しますので。あ、もしかしてさっきの女子高生にあげるつもり？なんでそれを。早いね、吐くのが早いね。なるほど、そういうこと。あの子が狙ってたぬいぐるみに盗聴器を仕掛けて部屋の音でも盗み聞きするつもりだったかな。こんな噛む探偵さんいる？まったくネタは割れてんだ。観念して知ってること話したらどうだ俺。ちょっと待ってねえ、落ち着きなよトール落ち着け。くそったれね。仕方ない、ちょっとおとなしくなってもらうか。表に出ろ。落ち着けトール。俺はかかってこい俺。あ、言ってるね。はいトール、はいトール観念しろ。うっせ、追い込む。はい、もうリンチのごとく追い込む。リンチって集団ですることを言う1対1では言わないか。おい、お前がぬいぐるみに盗聴器を仕掛けたんだな。狙いはさっきの女子高生だろ。ああいう子がタイプなんか通る。そうっす。いつもゲーセンで楽しそうにクレーンゲームをしてるあの子に惚れちまって。それで盗聴器を。バカなことを。犯罪だって分かってるだろ。この人トール、私がもしこのゲーセンに行ってキャッキャはさいでやってたら、私のことも、私にも惚れたのトール。私のことも好きになってくれたの？すいません。ないか。女子高生に惚れるぐらいだもんね。一つ聞きたい。その盗聴器どうやって手に入れた？怪しい自称探偵っす。イリーガル探偵社出た。忘れてたけどまた出た。そいつがゲーセンに来て話しかけてきたんです。あの子に惚れてんだろ、プライベートを知りたいんだろって。それで盗聴器買って。なるほど。直接接触してるのか。どんなやつだった？多分30前後の男だと思いますが、マスクにグラサン、帽子までかぶってたから詳しいことは。身長や体格は180センチぐらいあるでかい男でした。体型は普通です。こんなことで人生棒に振って。悪徳探偵、どうやら30代の男みたいだが、まだ正体はつかめずか。愛掴んでくださいじゃないのよね。はい雑音、これで解決。まだ全て解決といったところではないですが、ちょっとね、ユースドラマもやっぱやっていきたいね。せっかくのさ学園ドラマで、前もさ言いましたけど、この年になってもう甘酸っぱい高校生時代の体験なんてできっこない、もうできっこないって、もう戻れないあの頃にはって思ってたけど、もう妄想で夜に妄想してウキウキするしかないとか思ってたけど、せっかく高校生になったわけじゃないか。私せっかくね高校に入れるわけですし、高校生たちのね悩みだったり甘酸っぱいね、そういう青春をちょっと垣間見たいと思いますので、ユースドラマもやっぱり やろう。配信でもやると思うし、配信外でもねもしかして進めるかも。ちょっとボリュームが結構ありそうなのでやるかもです。僕が知ってる横浜ってこんな治安悪いか。めっちゃ悪すぎですよねここね。悪魔のささやきにねまんまと飲まれてしまって。でも
なんかうまいんだろうね、口がね。そのイリーガル事務所の人はね、悪魔のささやきが上手なんでしょう。サブだけをするサブ会もいいかも。そうですよね。そうしようかなってちょっと思ってたんですよね。なんかどうしよう。でもね、なんかね決めきれないところがあって、やっぱねメイン早く進めたいっていうね。なぜならストーリーめっちゃ気になるから。だから早くメインどうなの、続きどうなのっていうのを知りたいっていうのもあって、メインをねどうしてもねやりたくなっちゃうんですけど、配信でどう分けるかはちょっとねどうしようかな、悩ましいとこまだちょっと決められてない。その時のこう感じとかで決めるかもしれないです、もしかしたら。はいってことで、今日はちょっとほぼメインになりましたけれども、時間になりましたので、一旦これで一旦じゃないね、今日はこれで終了したいと思います。今日も本当に漢字が読めなくて、探偵をやってるんですけど漢字が全然読めなくて、本当に皆さんの探偵としても本当皆さんの力を借りてここまで、進めてくることができましたので、引き続き、読み間違え、言い間違え、勘違い全てにおいて、ぜひお気づきのポイントがありましたら教えていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。何の配信ってなっちゃうけどね、読み間違え、言い間違いが多すぎて。メインを早く見たいけどサブ会のカナさんを見たい。ありがとうございます。そう、サブもねちょっと面白そうだったんだよね。チラッとさっき言いましたけど、チラッとやった高校でのねタイムカプセル埋めた人たちのちょっと手助けをするっていうねサブがあって、それちょっとだけやったんだけどね、面白かった。なぜならね、やっぱね自分が学生時代だった時の思い出と重なるから。私も小学校の時にタイムカプセル埋めてどうなったんだろう、あれ。そういやどうなったんだろう。もう何を埋めたかもねもう記憶にないんだけど、小学校の頃だから。でもやっぱそういうあったね、これあるねみたいな、高校のあるあるよねみたいなのとかがね、こう多分ね自分の経験とリンクして懐かしい気持ちになれるんじゃないかなと思うので、そう考えたらサブ回だけ確かに作るのもいいかも。お疲れ様でした。ひらがなにありがてえです。ありがとうございました。本当にね皆さんが予想もしてない漢字が読めないことが本当にあるので、よろしくお願いします。はい。この間ねなんか本当私漢字読めないなと思って、小学校のね頃の小学校6年間の漢字じゃないや、単語言葉を一冊の本で勉強し直す大人のなんか教科書みたいなのね買って、ちょっとねパラパラしか見てねえのかいって感じなんですけど、結構前に買ってねまだパラパラしか見てないのかって感じなんですけど、小2でもかなり難しい漢字出てたよ、小2で。でも私は結構今ねこのゲームをやりながら新しい言葉とかね人生で初めて聞く言葉とかが盛りだくさんなので、それで結構勉強になってます。ありがとうございます。皆さんなので教えてください。すいません先に謝っておきます。どうもすいませんでした。はいすいません先に謝っておきました。さてはかなさん、国語苦手でしたか？国語だけじゃないの、お察しかもしれないですけど、国語、算数、理科、社会苦手です。得意なのは音楽と体育、あと美術です。はい。典型的な勉強ができない子でした。寝てた記憶しかない。高校の時なんて部活がもう全てだと思ってたので、その当時なんてね、部活でいいところ出せなくて何が勉強だって思ってましたから、部活が全てでした。主要科目全滅。そう今となってなぜその時先生があんなにね勉強ねしっかり大事だぞって言ってたのかが今となってわかるというね、はい、それもなんか思い出だよね、大人になって気づくっていうね、はい、ということで今日はこれにて終了にしたいと思います。皆さん次回配信もお楽しみに。漢字ならと本読むのね、小説とかね結構ね好きだったんだけどね最近読んでないな、ありがとうございます。
おすすめの本あったら教えてください。それでは皆さんバイバーイ、おやすみなさい。また明日です。バイバーイ。チャンネル登録グッドボタンもよろしくです。バイバーイ。